下敵人が南下し、餓死者が1000里に及び、3000の老兵が暴衆で死守した。しかし、代わりに得たのは屈辱的な講和だった。干渉が調整を握り、中心を迫害した。その結果、大輝は傷だらけになった。天下を救うため、積生は多くの中心義士と共に、国政公と連合し、内応して、清訓川を掲げ、栄山を再び定めようとした。牧兄。この30万両の銀は全部宮中に収めるのですか？一銭も残さない。牧兄、ではこの銀は誰が使うのでしょうか？おそらく、すぐにあの官僧の手に渡るでしょう。天下に無駄に消えた7割の食料と同じように。牧兄、見ていてください。あの官将が一銭でも手を出せば。私に手をつけています。SIF、衝動的に行動するな。今回は必ず。まず官将の関門を突破しなければならない。うん。行こう。4等子爵積生、30万両の鎮国銀を携えて宮中に入る。小東家、お入りください。愛知がお待ちです。SI 風。外で待っていてくれ。牧兄。4等子爵積生、木青在助に拝謁する。30万両の銀、よくも惜しまずに持ってきたな。木青在助にお答えします。命乞いです。以前聞いたことがあるが、あなたは国政公と仲が良かったそうだ。もしかして、宮中に入り、内応しようというのか。国政公が徴用を出てから、私はずっと暗殺や報復にあっている。以前は確かに仲が良かったが、人は変わるものだ。水は引く木に流れ、人は高きを目指す。どうしてあなたを信じられるのか。この箱の中のもの。愛知、ご覧ください。愛知、私は積生、ようやく、内情で商売を大きくしたのです。追い出されたくありません。これこそ、私が愛知に送る大礼です。ゆえの次第度の方でも、20万両の銀を出して、あなたの命を買おうとしている。しかし、あなたたち酒売りの商売はなかなか良いようだ。ヤン風の軍師を集め、馬を売って、かなりまとまった。本当に惜しまないな。まあ、あなたはただの酒造りに過ぎない。そうだな、こうしよう。明日、伝儀の席でご馳走にしましょう。宰相様のご厚情、ありがとうございます。なお、今後の酒水の売り上げについて、毎月、私に5割いただきます。宰相様、実は商の最近の商売はあまり。
しばらくの間は。5割。さもなくば、徴用から出て行け。宰相様、承知しました。家国天下、おそらくはヤン将軍の宿願だったのでしょう。あの日、義を顧みず駆けつけた姿を、私は忘れられない。ヤン将軍、あなたの血を無駄にはしません。どうぞご覧ください。子爵様。寿司爵。お呼びは、若旦那で結構です。若旦那、宰相様のご寵愛を得られておめでとうございます。今夜はこちらでお休みください。明日には殿中でご馳走にありつけます。ありがとう。僕系。僕系、大丈夫か。大丈夫だ。僕系、我々はどうすれば。夜になってからだ。子爵様、徴用に雪が降り、寒くなりました。布団を追加いたしましょうか。剣を携え辺境へ。若旦那、一行後、私についてきてください。僕系。雪が降っている。若旦那。あの五輪軍は汚いと言って、この場所を嫌がっています。めったに来ません。ここ親から伺いましたが、総州で隠居用の邸宅を購入されたとか、なぜ行かれないのですか。若旦那。私はユアン家三代の帝王に仕えてきました。宦官であっても、情が移るものです。もう離れられません。骨の髄まで、私はおそらく、自分を宮中の一員だと思っています。大気が風雨に揺れているのは、この宦官のせいではありません。しかしこの風来安順は、やはり宮中の一員です。こんな時こそ何かしたい。だがこの風来安順は、戦のことはわかりません。退職の老風所にさえ勝てないのです。働き続けた人生、病苦だけが残りました。両親が痛む。国に対しては春を連ねても恥じない。若旦那、どうぞ先へ。この通路を抜ければ待っている者がいます。私は行きません。まだやることがある。宦官殿、ありがとう。どうぞ。虚勢された者がどうやって国に報いるのか。僕系。彼は自害した。僕系。なんだか胸が苦しい。苦しいなら、これから敵を切るとき、多く切ればいい。わかった。
若旦那、公爵様がここで待つようにと。古今東西、宮殿に入り関心を打つ者はみんな英雄。若旦那が身を挺してこの局に入れば、必ず死書に刻まれる。今、兄は大軍を率いて徴用宮殿を目指している。私は検定のために、1000人の近衛軍を準備した。検定が火を叶えにいるのを待つのみ。じいたれば内容外号で一挙にことをなし、残りは、幽園が手引きする。成功しようがしまいが、検定の名は天下に轟くだろう。今夜、公爵様は動くはずだ。幽隊長。公爵様の手紙には詳細な計画がなかった。幽隊長、教えてください。私の配下には1000人の近衛軍がいる。公爵様について一か八かやってみたい。徴用城中には、公爵様が5000の古道志士を潜ませている。さらに老兵、護衛、肉屋、義士道と、国難に共に赴くことを誓った。合わせて9000人。この9000人で城門を一つ切り開く。干渉にはどれほどの兵が10万人近く、ああ。どれほど若旦那、敵は10倍。城門を一つ切り開くのは、容易ではない。僕系。公爵様は当初、なぜもっと潜ませなかった。5000の古道志士が限界だった。数が合わなければ、すぐにバレる。若旦那、鎧があります。来てください。私が若旦那をかかないの場所へ案内します。その時は、若旦那に火を叶えにいていただきます。今夜は雪の夜。城外の大軍には火の光が見えにくいかもしれない。どんな大雪でも明るさは遮れない。今から、若旦那はこの9000人の将軍だ。内容外号で、城外の5万の大軍を助け、天下を定める。将軍、命令を下してください。僕系。将軍。この和也を放てば、必ず関心を断ち切り、天下に清明をもたらす。天下に清明を、天下に清明を。言っても退かず、駒を打てば悔いなし。弟はすでに大火を燃やし、我々に進む道を示している。外には敵が睨み、内には関心がおり、朝光は振るわない。この大火で天下の汚れを焼き尽くせ、殺せ、殺せ、殺せ。秦軍。我々はすぐに宮殿を出る。宮外の8000の大軍。そろそろ若旦那を待っているはずだ。ここをや。おそらくすでに城を囲んでいる。
私はあなたたちに聞きたい。どこへ行くつもりだ？若旦那、今回はあなたが間違った。上昇は起こっている。どこから来た老いぼれ、死に足りないのか。若旦那、もう一度名前を教えよう。私はチェンという、友人は私をチェンルと呼ぶ。また友人は私を、チェン天皇と呼ぶ。若旦那、これは天皇弁だ。この雑魚どもは、あなたに任せる。私はあのリーダーを殺しに行く、ロバの野郎。犬の鞭でもロバの鞭でも亀の鞭でも構わない。私の牧系に手を出すなら、私に聞いたか？なかなか力があるな。だからダンウシのようなゴミ。あなたに負けたのだ。ただバカな力があるだけで、鈍い蛮族だ。トラジと呼べ。これ以上やっても意味ない。やめた。腰抜け。お前が斧を振るう資格などない。若旦那、あなたの弟はただ者ではない。万人敵と呼べる。立派な万人敵だ。若旦那、工事が城を囲んだ。徴用城は堅固で、強行は良策ではない。将軍が城門を開けるなら、西門を選ぶのがベストだ。言う通りよ。この講義の外には、どれだけの兵がいる？少なくとも3000。さらに遅ければ、敵軍が包囲し、前後から挟み撃ちにされ、我々もまた死ぬ。他に方法はない。必ず殺り出さなければ。朝廷の干渉、火星は虎よりも猛く、我々の五国を豊かにせず、我々の六地区を起こさせず、我々の妻や子を笑顔にせず、我々の老いた父を涙で満たす。我々は剣を頼りに、この世の太平を切り開く。我らと共に門を奪え。殺せ。愛知。陳の小スベロギ宿が人を連れて宮中に乱入したのか。陳は多くの人の悲鳴を聞いた。陛下、恐れることはありません。きっと悪夢です。この大気の江山は生まれながらに。陛下のものです。誰も奪えません。あと数年、陛下が即発の年になれば、臣下は陛下のために領費を選ぶお手伝いをいたします。陛下、お休みください。愛知。物語を聞かせてくれないか。喜んでお引き受けします。昔々。木青在助。戦いが迫っている。もう待つ必要はない。
国成功を甘く見てはいけない。この一戦。私はずっと待っていた。私と国成功は以前から知り合いだ。私はよく自問する。この世に、こんなにも完璧な人物がいるとは。忠義に厚く、文武両道。しかも謙虚で死を敬う。汚職官僚も清潔な官僚も、商人も労働者も、みんなこの国成功を敬愛している。木青在助。少しうるさいな。急ぐな。この戦いが終われば、約束したものは必ず与える。ボーン州は関外の大師の王州となる。お前は、自立して王となれ。まあいい。木青在助が急がないなら、私は待つ。城外には国成功の5万の軍勢しかいない。攻め込むことはできない。城内には彼の内容がいると聞いた。確かに内容がいる。美しく言えば義兄、悪く言えば。天智第一号のバカ者だ。チェン将軍はご存じないようだが、この戦いを私は長く待っていた。その感覚は、子供の頃、悪事を働いて父に発見され、いつか鞭打たれるのではないかと心配していたようなものだ。国成功は私にとって、罰の矢だ。いつきりに来るか、心配でならない。この関心の首をあの年のように、諜報権を手に123人の汚職官僚を切った。陳長青。お前も国成功と共に戦ったことがある。ただ一つ聞く。お前、本当に恐れないのか。小最小。何が言いたい？来たからには、恐れるものなどない。世間は私を関心と呼ぶが、私が王朝を誤ったのではなく、王朝が自らを誤ったのだ。今日の私がある。金銀をふんどとみなす者がいれば、藩門のために計りごとを巡らす者もいる。権力を握れば、欲する者、貪る者は増えるばかり。聞くが、この天下に国成功のような者が何人いる？いない。行こう、陳長青。大輝のこの罰の矢を根こそぎ抜いてやろう。この江山の行く末は、我々が決めるのだ。徐将軍、西門には約3万。難問は、先ほど見に行かせたが、これも3万近く。おかしい、徐将軍。どうした？長陽の3つの城門、西門と南門は脇門。合わせて6万の兵がいるが、最も大きな小東門は、守備兵はさらに多いはず。以前の情報では、あの官将の手元には9万の軍しかいないはずだった。またあの英軍か。このロバ野郎ども。
孤高寺にはあと2日しかない。私はこの世に来てから、ずっと慌ただしく生きてきた。時々思う。なぜ一息つく暇も。ないのかと、乱世は真っ暗で。光を求めようとするが、明かりをつける前に、暗闇がすでに空を覆っている。朝廷に入り、ことがうまくいかなければ、また開いてみよう。感想。教えてやろう。この世の少なくとも7割の食料が、理由もなく消えている。誰が隠し、誰が受け取り、どれだけのものが隠し、どれだけのものが受け取っているか。公爵様、あと2日しかありません。もし公爵様が亡くなられたら、今回の清訓川は、式が崩壊し、大敗し、惨敗するでしょう。この戦いは、勝つしかありません。負けるわけにはいかないのです。しかし、この内情に閉じ込められて、逃げるだけでは意味がありません。若旦那、もしかしてすでに打開策をお持ちですか？乾燥を焼くのです。乾燥を焼くのです。私たちは城内に、公爵様は城外にいます。この乾燥名、宮中で悠々としていて、少しも慌てていません。彼の底力は一体どこにあるのでしょうか。若旦那のおっしゃることは、干渉の食料がすべて徴用上にあるということですか？この干渉が私たちを殺してしまえば、公爵様は徴用に入れません。たとえ公爵様が城を包囲しても、食料は徴用の全住民が、1年半は食べていけるほどあります。こんなに多くの食料を本当に焼いてしまうのですか？吹雪の中では、火は燃え広がりません。私が焼こうとしているのは、乾燥の心なのです。勇隊長、急ぎましょう。今すぐ出発です。はい、将軍の命令に従います。ついてこい、行くぞ。将軍。外の雪がひどすぎます。引くずし石の威力が減ってしまうかもしれません。さらに堀を隔てていると爆発の勢いが連続しないかもしれません。すでに考えてあります。長陽は堅固な城です。もう一晩待てば、あなたの婿殿が城内でこうしてくれるでしょう。ボン州の石膏が到着したばかりです。チェンチャンチングが虎を山からおびき出し、密かに3万の大軍を集め、徴用城に潜伏させています。今、城中には12万の兵が潜んでいます。キアオユアンルが、彼に何を約束したか、私は推測できます。これも仕方ないことです。今の世の中、這い上がりたい者はたくさんいますから。僕系、どれほどの食料があるんだ？将軍、焼いてしまったら、もったいないではありませんか。本当に焼くわけではありません。こんな大雪では、燃え広がらないでしょう。将軍のおっしゃることは、煙を上げて、火事のふりをさせるということですか？いずれにせよ。この食料を残しておけ。結局は、いくらかの人々の希望を残すことになる。お前たち、早く焚き木を探して、この乾燥の近くに詰め。将軍の命令に従います。早く来い。早く来い。
城南の関総が乱軍に占領された。あのバカども、ようやく騒ぎ始めたな。ユアンタを殺すのが重要だ。お前にはわからん。放っておけば、次の関総や砦が、このバカどもに焼かれてしまう。どれだけの乱軍がいる？およそ1万、指揮官はユアンタオの配下だ。関所の外で、見事な激戦を繰り広げたそうだ。つまり、私に兵を率いて討伐に行けというのか。とても良い。将軍、火事ではなく農園です。奇襲だ奇襲だ。この小僧、なかなか意外だな。前にあの官将が何と言っていた。将軍、住生と申します。盾の陣を組め砦から出て戦え住生の首を取った者には、千金を称し、飛翔に封ずるはい。将軍、彼ら、みんな逃げました。どこへ逃げた？四方に散らばって路地に入った王か。みんな動くな。半夜も経たないうちに、ほぼ1万人が死んだ。愛知が討伐しなければ、事態は不吉になりかねません。この小僧、ただものではないな。チェンチャンチングは？彼はまだ城南一帯で追いかけています。1000人に満たない封じ兵を追って殺しているが、あそこは路地ばかりだ。彼はバカか？この封じ兵は非常に勇猛だ。路地を利用して絶えず襲撃を繰り返し、凡州の兵が退くと、封じ兵の卑怯者が後から射殺してくる。数回撃たれた後、また路地に逃げ込む。おそらくチェンチャンチングは、怒りを抑えきれなくなったのだろう。あの小僧、城の守備兵を分散させようとしている。すぐにすべての英軍に通知し、城の守備を優先させよう。勝手に動いてはならないはい。優等領。我々の城一周の遊撃戦術は効果的だ。城内の敵軍はすでに分散させられた。我々が1時間以内に、この西門の城路を陥落させれば、大事は成就する。将軍、そろそろ工事に知らせる時だ。合図を送れ。国成功、合図が来た。全軍、命令を聞け。帝木公、ここにいる。1万の兵を率いて東門を陽動せよ。命令を受けた。グイング、5000の兵を率いよ。南門を陽動し、牽制を主とせよ。はい。残りの者は、本校と共に西門を攻めよ。殺せ、殺せ。諸君。共に剣を掲げよ。我々が今、旧国の天兵であることを忘れるな。殺せ、殺せ、殺せ。兄弟たち、殺せ、殺せ。10人相手でもやる。大変だ、援軍が到着した。援軍が防衛に成功したら、我々の努力は無駄になる。全員、敵を迎撃せよ。殺せ。殺せ。
勝った。我々が勝った。僕系。我々が勝った。なんだ、半時もかからずに。ユアンタオが西門を奪った。確かに。城内の数万の兵は、すべて引きずり込まれた。ボン州のチェン将軍たちの兵。まだ封じ営を追っている。役立たず、役立たず。すぐに拡大営に知らせよ。まずは城を守れ。注文を守れ。各地の援軍が到着次第、すぐにこの反逆者たちを討伐せよ。はい。故郷や。弟の功績で大軍が西条門を破った。弟こそが第一の功労者だ。スミューは功績を誇るつもりはない。この勝利は、義士たちが死に物狂いで戦ったおかげだ。さっきグイングが報告に来た。東門も南門も敵軍は撤退した。ヒアオユアンルは宮殿全体を守ろうとしている。注文を関所として。援軍がいるのか。隠し通せないな。ヒアオユアンルの考えは、王を捕らえた者には州を封じようとすると。これで多くの者が引きつけられるだろう。大輝では長年王を封じておらず、私でさえ、ただの国王やに過ぎない。道理で。この2日で公儀を攻め落とさねばならないようだ。弟よ。私の時間はもうあまり残っていない。明日が最後の日だ。皇宮を攻める自信はある。しかし、疲れた兵士では戦えない。まず軍を数時間休ませ、その後再び攻勢に出よう。皇子にご挨拶、小東家にご挨拶。優等領。では、欧州の大将はなぜか突然追撃をやめ、去り際に。この男は笑いながら私に拳を抱いて礼をした。ただ、1000人いた封じ営が、また何人か殉国した。あの頃のチェンチャンチングは、ただの故障で私と何年か戦った。ようやく底辺大将に昇進したばかりだ。しかし、この男は少しずる賢い性格だ。封じ営の追撃を口実に戦争を避けている。だが、これは問題ではない。そうだ、古街道はすでに、城陽城以外の8つの大城を占領し、伊より離れた老館までも、占領した。彼はすでに反乱を起こした。よい。常四郎は、なぜ長陽を攻め落とさない。小東家は一夜で勢いをつけ、23条の内社を占領した。社の治世は互いに核の勢いだ。あの犬宰相が兵を出しても、守備兵たちは、当然叶わない。聞くところによると、国成功は、先に長陽を攻め落としたばかり。もし我々が漁夫の利を得れば、思いがけない効果があるかもしれない。長陽を中心に、せいぜい数ヶ月で、内城一帯の要衝をすべて占領できる。まあ、それは後で考えよう。報告、主公。華州後方への西北将軍、ゼアオチングヤンが2万の騎兵を率いて、老館に向かって急襲してきた。あいつが西北将軍も何も、敵馬を少し徴収しただけで、本当に自分を偉いと思い込んでいる。あの大戦は、すべて小東家が勝ち取ったものだ、主公。後方への先鋒は少なすぎる、我々に席を明け渡せと。彼は言った。何を言った？長陽に急行し、藩属を誅殺すると。後方への偵察隊に伝えろ。この藩属チャンキアオタンブは、関の中にいる。ゼアオチングヤンにすぐに関を攻めさせろ。さらに、彼にきちんと伝えてくれ、関所の守備兵はたったの道とだ。
急いで関所を攻め落とせ。攻めなければ犬の子だ。そうだ。お尋ねしますが、上昇城元さんですか？違う。お前の親父だ。お前は謀反を起こしたな。私はここに立っている反逆者を捕まえるのを待っている。お前にその勇気があるか？関所には道としかいない。勇気があるなら攻めてみろ。上上元、私とあなたには恨みもない。この謀反のことについて。後日、朝廷に上がったとしても、必ずあなたのために上場酌量を求める。黙れ、手柄を貪る野良犬め。もし小東家に出会っていなかったら、お前はまだ、どの犬小屋で、任に、こき使われる小隊長をしていただろう、野良犬め。私は西北将軍だ。お前にそんな資格があるか。リピオーシャンが知ったら、お前のような犬野郎に将軍の座を奪われたことを、きっと生まれ変わりもしないだろう。生まれ変わりもしない。黙れ。さあ、攻めてみろ。攻めなければ犬の子だ。お前のような中途半端な軍の指揮レベルで他人の真似をして、何が気候の術だ、小東家について。少しばかりの知識を得て、本当に自分を偉いものだと思い込んでいる。それならこうしよう。俺が城から降りて一騎打ちをしよう。負けた方が死ぬ。片手でも構わないぞ。上上元、後々気をつけた方がいい。私の手に落ちないように。さっさと消えろ。関所近くの小道はもう断たれたか？将軍、すべて断たれました。道はすべて塞がれた。撤退だ。助けると言っても、ここまでだ。これで、お前と私の、昔一緒に飲んだ花酒の義理だ。安心しろ、せいぜい2時間で、皇宮を攻め落とせる。我が弟は、あの婿殿は、城南に行き、乾燥の食料を、貧しい民衆に分け与えた、聞くところによると、徴用場外の感動で、何万人もの流民がひざまずいていたそうだ。素晴らしい。彼はやはり大事をなす人だ、そうだ。皆さん、焦らないで、我が東屋が言ったように、誰もが食料を受け取れる。小東か、天下の民をこれほど思いやるのなら、我々の皇帝になってはどうですか？そうだ、我々の皇帝になって。さあ、食料を分けよう。ありがとう。円形。長い間お疲れ様でした。少し休みませんか？ありがとう。女系、こちらへ。民は苦しんでいる。女系に隠さずに言うと、私は天下の民が、こんなに苦しむとは思わなかった。ありがとう。もしメイ君に出会えたら、彼らも幸せな生活を送れるだろう。皇后が言っていた。今後は必ず女系を重用すると。私は思うんだ。将来必ず女系に、一品の体感を授けようと。円形、冗談でしょう。多くの将兵の屍もまだ冷めていない。女房は功績を誇るつもりはない。
上将軍、工事の命令だ。大軍の侵攻が迫っている。承知した。弟よ。君に話しておきたいことがある。皇宮は攻め落とすのは難しくない。今日を過ぎれば天下は定まるだろう。弟よ。私は大げさなことを言っているのではない。実は伏線を張っていたのだ。考えてみた。君に話すべきことがある。この戦いの後、私が生きているかどうかわからない。皇子、何かおっしゃりたいことがあれば、女房は聞いています。老皇子が私に言った。永安は本性を隠しているかもしれない。信じるべきかわからない。しかし、王朝が今日のような惨状になったのは、小遠路と無関係ではないと思う。君が朝廷に入るのを嫌がっているのは知っている。君がこの年を覚悟して国を救うのは、君の背後にいる皇人の名声を得させようという意図だろう。将来の道を開くための基礎を作るためだ。皇子、私の背後にいる人は？言うな。聞いてくれ。私のそばには声以外に、信じられる人はいない。私が疑い深いわけではない。人間の心の醜さをあまりにも多く見てきたからだ。弟よ、君は二人目だ。永安が即位した後、一時的に私の代わりに国を監視してほしい。五街道については、すでに永安に話してある。反乱平定の功績を称え、周王に封じる。もし天下が安定すれば、彼には他の考えはないだろう。しかし周城は、この徴用から遠くない。時間が経てば必ず返事が起きる。だから弟よ。私の代わりに五街道に手紙を届けてくれ。うん。他の底辺省のことは気にしなくていい。軍を削ることも考えなくていい。短い間なら、これらの者たちは返事を起こす勇気はない。それと、私は体がだるく感じる。天下を平定した後、もし私が殺せなかったら、何か方法を考えて、チェンチャンチングを殺してくれ。チェンチャンチング。チェンチャンチングは私の隠し駒だ。道理で皇子はこの件にそんなに確信を持っていたのか。以前から。彼はずっと兵力を温存し、城の守備には参加していなかった。これが彼、チェンチャンチングだ。皇宮に退いた後、それが彼の場外に出る機会だ。この件について、小東か、君は二人目に知るものだ。君の学章にも話していない。皇子は今日のために、一体どれだけの駒を配置したのか。では、なぜチェンチャンチングを殺す必要があるのか。彼は後進ではないか。私が死んだ後、彼を抑えられる者は誰もいない。この清君川は、実際にはやむを得ないことだ。チェンチャンチングは少し武術ができる。君の側にいるあの腰なら、打ち勝てるだろう。他のことは、もう私には見えない。弟よ。しばらく徴用に泊まり、私の代わりに国を監視してくれ。私のこの名簿には、5人の清廉な臣下がいて、国の支えとなる。もしユアンアンが、もしユアンアンが役に立たなければ、弟よ、自分で決めてくれ。これは、私にも理由はわからない。しかし結局は大輝のために何かを残したい。もし時間がもっと早く、国体が崩壊していなければ、私は何とかして軍を朝廷に引き入れ、我が大輝の重臣にすることができた。皇子の望み通りに。
弟よ。君は私を恨んでいないか？君を巻き込んでしまったことを。いいえ。君の未来の道、きっと輝かしいだろう。閻魔様が許してくれるなら、私は決して生まれ変わろうとはしない。私は君が一歩一歩、成長していく姿を見ていたい。我が弟よ。最後の戦いに付き合ってくれ。私のこの一生。聖人の書を読みすぎた。この一生、汚い言葉は使いたくなかっただが今回は、我がユアンタオは罵ってやる。この関心め首を洗って、切り落とされるのを待て。殺せ殺せ。チェンチャンチング。どう思う？守らない各地からの援軍を待つ。ただ一つの皇宮正門国成功が望むなら、投石で敗れる。ギアオ宰相、冗談でしょう。この皇宮には7万以上の大軍がいる。そして君の4000の五輪軍、そして2、3000の皇庫の者たち。チェンチャンチング。今回は君が先鋒を務めてはどうか。君のボーンスの勇士たちに最初の勢いを見せてもらおう。よくない。徴用に入った時から私は言っていた。私の軍を動かすことは許さない。すべて私が指揮する宰相には機会がない。国成功が皇宮に攻め込めば誰も生きられない。その通りだ。ではキアオ宰相の言う通りに。愛知よ愛知、あの明朗この小脳。すでに人を率いて皇宮に攻め込んでいるこの逆賊。きっと謀反を企んでいる。陛下臣はすでに大軍を配置しました。今回の反乱鎮圧に問題はないでしょう。愛知の言葉は本当か？もちろん。よかった。この逆賊鎮は彼を一生。皇族の系譜に入れない彼が死んだ。御鎮は80人の御師を集め、彼の罪状をすべて並べ立てる。陛下。戦いが始まります。大紀行部18年、これは記憶すべき時。ユアンタを率いる旧国軍。ヒヨクン川を発動絶え間なく続く大軍。スザク大道から一路西洋門まで攻め上がった。我が新チェンチャンチング。国成功に従い旧国を願う。そして皇宮のボーン州大軍。国王や、いつチェンチャンチングを寝返らせたのか。ずっと私の隠し玉だった。彼の昇進の軍港は、すべて私が率いて建てたものだ。だが老公屋には話さなかった、人心の険しさを恐れて。おや、国王や。陳長生を信じられないと？信じられん。陳長生がいなくても、別の方法で皇宮を陥落させるつもりだ。我々こそが天下を治めるのだ。こう、どうか私に旧国殺敵をさせてください。延安よ延安。お前は少し出過ぎている。まさか本当に、林女城が言うような人物なのか。ただ見ていればいい。若旦那、陳長生と協力して、金殿に攻め込め。私が。もし私が撃てなければ、何か手を考えろ。陳長生を殺すのだ。我が弟よ。行ってこい。はい。牧系、軍港で饅頭がもらえるそうだ。私も行く。待て。牧系どうした？人を殺してくれ。殺せば饅頭だけでなく、羊肉のスープもたっぷりある。
そりゃいい。工事。行って参ります。うむ。行くぞ。陳長生が徴用に入った。本省もずっと考えていた。あのような小僧は、張青雲と同じで、功名と権力に貪欲だ。王侯の位一つで、命を売るに十分だろう、愛知。聞くところによると、彼は以前国政公に従軍していたそうだ。我々は、当然知っている。だがそれがどうした。言っただろう、この天下で欲のない者は、遠藤ただ一人だ。天下の百姓だと？あの先民どもは、生まれながらの汚れた種だ。野草でも食って生きていれば、それで大義など語れる。上昇、もう金殿の外まで攻め込まれています。我々は。陛下。この人生、薄氷を踏むがごとし。言ってみろ。私は向こう岸にたどり着けるだろうか。陳は愛知に従う。愛知こそ陳の中心だ。よし。陛下。秦に従って。進め。愛知。あの小さい子を、陳を殺すつもりか？陛下、恐れることはない。彼は君主を恣する勇気などない。もし今回生き延びたら、必ずや、中へと辞任する者どもを、一人残らず殺してやる。陛下、ついに成長なされた。旧友よ。長いこと会っていなかったな。礼などいらぬ。お前と私は友人ではない。逆賊め、この謀反人の大悪党。陛下。この数年、大輝の民はどう暮らしていたか知っているのか。もちろん国は安泰で民は豊かだ。お前こそが逆賊で、謀反を企てた。もし普通の風化の子なら、こんな天真爛漫な性格も、許されるが、皇室に生まれた以上、お前が軽んじたのは国家の命運だ。反乱軍がつけ込み、大輝の山河を崩壊させた。愛知、彼らは何を言っているのか。彼らは陛下を騙している。そうだ、奴らはみんな陳を騙している。愛知だけが最大の中心だ。キアオユアンル。これがお前の数えきれない89の罪状だ。まだ何か言えることがあるのか。おう。準備万端できたようだな。国王やよ、我々は長年争ってきた。お前の勧告は失策だった。ユアンロクはすでに廃人同然だ。彼は今や短期で怒りっぽく、即発の年にも満たないうちに、20人以上の宦官を自らの手で殺した。道理であの年、和議も細密も拒否し、軍勢を率いて徴用に入ったわけだ。満潮の分部が止められなかったな。
もし朝廷に骨のある者がいないなら、我々ユアンタオこそが、大輝最後の気骨だ。後悔など微塵もない。老いぼれ。その汚い口を閉じろ。私を怒らせて、お前の汚い歯をすべて叩き折らせたいのか。国成功よ、国成功。お前は忠義無双と自負しているが、それでも私欲がある。大輝の歴代の祖霊たちよ。無念の死を遂げた123人の亡霊たち、皆見ておれ。陛下がまだいるというのに、この竜の鎧を着た者は、神帝か？その通り。病弱のガキ、お前も生きられん。妖帝を操ろうとしたが、我先に手を打った。悔しいか？怒っているな。陛下、こちらへどうぞ。争うな。先ほど毒を持った。彼が私を父と認めた以上、親子揃って旅立とう。ユアンタオ。お前は私にはかなわん。生きている時も捨てられた野良犬のようだった。死んでも同じだ。聞こう。誰がお前を覚えている？大輝の数えきれぬ民衆、誰がお前を覚えている？城内城外の生祠の日、お前が死ねば、民衆にすぐに削り取られる。せいぜい、士官の記録に、わずか数行、大輝の干渉、許し難しと。一族は深く恥じ、お前を族父から除名する。墓参りもなく、親族に語られることもない。せいぜい野良犬が、匂いを我慢して食い漁るだけだ。ユアンタオ。弟を呼んでこい。徴用中にドラを鳴らせ。夜明けとともに。乾燥を切る。僕系、チェンチャンチングというやつが見つからん。聞いたところでは、老関島の屋敷に人を連れて、家財没収に行ったらしい。まずは本題だ。本題って、乾燥を切る。今回の徴用攻略、言った通りお前が一番の功労者だ。考えたが、この干渉を切る役目は、お前に任せよう。浩二、ありがとう。
これ以上お前に残すものはない。ここ数年、大した財産もなかった。残っているのは4000の鼓動の獅子だけだ。しばらく使っておけ。その時が来たら、グイングにも一言伝えておく。彼もあなたについてくるように。この道を金殿まで打ち込んで、また体力を少し消耗した。結局は、自らチェンチャンチングを殺すことはできない。我が弟。何か方法を考えてくれ。スミュー、承知した。我が弟、新しい着物に着替えてくれ。私が代わりに換算する。我が弟。言ってくれ。僕系。彼を殺せ、国成功。なぜここまで私を恥ずかしめる？本当に勝てば官軍、負ければ賊軍か。私は堂々たる大器の一品在助。今日、卑しい平民の落ちぶれた根風の手にかかって死ぬとは、全く天下の笑い物だ。彼に私を殺せるか。彼には私を殺せない。キアオユアンル、お前は朝子を乱し、関心と結託し、忠義を陥れ、百姓を推進費の苦しみに陥れた。我スミューは一回の平民だが、天をいただき、地を踏み、賊を討つ心もある。今日、私は大気に清らかな世を、天下の百姓に、平和な世を戻す。なぜ殺せないというのか。殺せ、大器の一王の鈍感を。主情の私欲と貪りを殺し尽くせ。この朝廷の上で、お前ユアンタを一人、子か歌人になるまで。よく殺した、よく切った、よく殺した、よく切った、よく切った。工事、牧、使命を果たしました。小脳。お許しください。本来は換算の霊を返そうとしたが、この体が力尽きた。日が暮れた。グイング。
なぜまだ火をつけないのか。小東かと。明かりで夜話したい。工事、まだ黄昏で火は暮れていません。我が弟。私を支えて歩こう。城壁のあたりを散歩しよう。公爵様。階段を降りる。公爵様、ごきげんよう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 。公爵様。おしょいしましょう。それはありがたい。SI 風。公爵様、ごきげんよう。天下を平定し、先帝のお前に出れば、きっとお叱りを受けるだろう。しかし、我がユアンタオには罪はある。だが、過ちはない。私は皇室を救っているのではない。国を救っているのだ。何事にも、やるべき人がいる。男性に生まれたのは、我々の望むところではなかった。しかし、国が崩れても救わないのは、我々の過ちだ。グイング。ご主人様。徴用青石巷の柳屋の書生は、なかなかの才がある。銀子を送って援助したか。ご主人様、ご安心ください、送りました。法要鎮には十数都の民が当該を受けた。官房に催促して救済銀を出させたか。ご主人様、ご安心ください、催促しました。グイング。これからは若旦那についていけ。若旦那の言うことを聞け。弟よ。グイングは乱暴者だが、結局は忠義の人だ。公爵様。着きました。
弟よ。泣き声が聞こえる。民は何をしている？彼らは、公爵様を見送っている。よし。後日、神帝が立ち、干渉が消えれば、お前たちの生活は、きっと以前より良くなる。ただ残念なのは、私には即位の日が見られないことだ。北敵を駆逐できず、中原の意を上げられないのが悔しい。また、兵を率いて関所を出て、大国の江山を取り戻せないのも悔しい。34年の平凡な日々、一歩一歩が薄氷を踏むようだった。しかし、天下の民を水火から救うことはできなかった。弟よ。これらのことは私には成し遂げられなかった。君に託す。忘れるな。聖堂は厳しい道ではあるが、結局のところ、心に恥じることはない。先ほどグイングにも話したが、暇ができたら、もう一度辺境を見に行きたい。砂風を感じたい。しかし私は疲れたようだ。工事。
見送りします。工事。工事をお見送りします。工事をお見送りします。工事をお見送りします。師匠師匠。師匠。師匠なぜ毒を飲んだのですか師匠。それは、一つの、忠義のため。師匠、師匠、師匠。ご主人様。古兄。どうかお悔やみ申し上げます。若旦那。工事の工事は若旦那にお願いします。古兄、どういう意味ですか。私は先ほど毒を飲みましたご主人様が亡くなられたら、あの世で護衛が足りなくなると思い。ご主人様にお供します。若旦那、ご安心ください。鼓動の者には厳命を下しました。殉死は許さない若旦那、お願いします。私をご主人様のそばに葬ってください。小さな墓で結構です。ご主人様をお守りしたい。古兄。安らかに。弟よ。ああ。
国王爺が亡くなられて、長陽の情勢は激動するだろう。長陽に残る君は、これからもっと気をつけるんだぞ。残念ながら、内情に残った2万の帝北兵は、旧国軍に編成されました。長陽を守るために使われています。さもなければ、あなたの場を支えることもできたでしょう。覚えておいてください。国王爺があなたに残した4000の鼓動の獅子を、しっかりと自分の手に握っておくことです。あなたに与えられた8000のコップと合わせて、万人以上の大軍になるはずです。将来どうなろうと自分の軍隊を持っていることは、結局は良いことです。学祖。皇子は異名を残されました。私にチェンチャンチングを中殺するように。チェンチャンチング。この男は確かに殺されるべきです。彼はこの2日間、自局の混乱に乗じて、多くの関東を切り、そのご家宅を捜索し、多くの財産を没収したと聞いています。こういう男は、ユアン案では抑えられません。大気全体で、国王寺以外に彼を抑えられる者はいません。荒野の屍もまだ冷めやらぬうちに、彼は本当に何の恐れもないようです。あなたは将来、必ず自分の道を持つでしょう。しかし、今の内情が、崩壊の地と変わらないことを理解してほしい。次に、あなたは何をしますか？チェンチャンチングを殺します。さすがは立派な若旦那です。気をつけてください。蛇を驚かせないように。彼の3万の大軍を驚かせ、もしボーンスに逃げ帰られたら、事態は非常に厄介になります。承知しました。ご主人様、お目通りいたします。年の瀬に入り、雰囲気が賑やかになった以外は、何も変わっていないようです。ただ地面に残された、地の埋めと城壁の、無数の闘魂だけが、巨大な長陽の城が、決戦の洗礼を豪に受けたことを証明し、またほのかに、一人の国王爺がこの世に来て、策略と忠義で、大気の揺れ動く栄山を支えたことを証明しています。国乱れ時危うく道行われず、ただたか勇めて死すは傍世に勝る。ご主人様のご意向に従い、純国の将士たちを、丁寧に埋葬しました。城外の南にある墓山に。まだあなたの名前を知りません。ご主人様、私はカオホンと申します。以前は工事に従っており、今は4000の鼓動を統率しています。チェンチャンチングはどうですか？チェンチャンチング。もしかして何かを察したのか。このところ宮廷に出入りするたびに数千の騎兵を連れている。あの総弁の陳天皇も彼に従ったそうだ。ご主人様がお望みなら、今夜鼓動で斬首令を執行しましょう。延安の行為はまだ安定していない。もし返事が起これば、国王や様のこれまでの努力が、すべて無駄になります。まずは彼を監視しておけ。すべては私が長陽に戻ってからだ。もう一つ、先生から伺いたいことがあるとのことですが、ご主人様は彼を長陽に呼び入れる必要があるかどうか。今は必要ない。現在情勢が不安定なため、
彼らは外にいた方がかえって安全だ。僕系。こいつらはみんな肝が据わってる、死を恐れない。前から見ていたが、長陽を攻めた時も、真っ先に突撃していた。当然だ。4個。私について州へ行こう。あの米売りがどうした王になろうってのか。僕系。じゃあ会った時、米売りと呼ぶか、州王と呼ぶかどっちだ？好きに呼べばいい。米売りの方がいい。小兄、上位の野郎。ほら。会いたかった。若旦那、久しぶりで本当に懐かしいです。上護衛へ、再会した時にはすでに一軍の将になっていたのか。うちの若様が、私は少し鈍いが今は人手が足りないので、これらの仕事を私に任せるとおっしゃいました。若旦那。古公屋様が亡くなり、小高も殉死したと聞きました。私は彼とたった3度しか戦っていない。まだ勝負がついていない。酒でも飲みたかったのに。暇な時に。墓参りして一杯やるのも悪くない。若旦那。いや。この進行で若旦那に大きな関与を与えなかったのか。せめて最小くらいはやるべきだろう。やはり若旦那と呼んでくれ。若旦那、うちの若様にお会いください。どうぞ。これは。若旦那、少々お待ちください。うちの若様は喪に服しています。今日が最後の日です。上若様、あの日、とうとうは金陵殿にひざまずき、頭を白くした。まだ理解できない。今朝、銅鏡の中の自分を見た。やっとわかった。そうでなければ、頭に雪が積もったのかと思った。若旦那、どうして今頃来たんだ？どうして私が来るのを知ってた？とうとうからの手紙だ。これも知ってたのか？これは古公屋が君に残した手紙だ。街道、俺は勝った。長陽の件は、もう関わらない。王に封じられるかどうかも気にしない。若旦那。長陽城に戻って、あの神帝に伝えてくれ。彼のその座は、TOTOが命をかけて手に入れたものだ。そうでなければ。そうでなければ。彼が座っていられないなら、俺が座る。TOTOは死に瀕した身で、傾きかけた大火を支えた。それだけの理由で、俺は手を出さない。春が来て北敵が攻めてきても、俺が防ぐ。言っただろう。俺たちの戦いは俺たちで終わらせる。敵の犬どもを中原に一歩も踏み込ませない。
上昇寺。さすがは漢の中の漢だ。若旦那。徴用城に戻れ。神帝に一言伝えてくれ。周周辺の8つの城の税と募金は、俺が面倒を見る。文句があるなら、遠くもないんだから、覚悟があるなら、陳長生をここまで来させろ。俺に細密を収めさせるな。この面子は、TOTOへの俺の気持ちだ。王になる身で。まだそんな性格か。分かってないな、若旦那。俺は神聖に期待してない。TOTOが国を救ったとは言えるが、腐った木の根から、どうして大木が生えると期待できる？そうかもな。そうでなければ。まあいい。彼を助けて俺を助けないのか。TOTOちゃんが救ったのは天下、救ったのは民衆。一切の私欲なし。わかってる。俺とあいつ、同じじゃない。今回、それは正しいことを言ったな。この話はもうしない。俺が聞くが、あの神帝、お前に何の感触を約束した？知らない。気をつけろよ、役目が終われば殺されるってこと。言うまでもない。本当にその時が来たら、ただの殺されるバカなロバになるぞ。それはね、俺には考えがある。やるなら一品だ。二品三品なんてやる気ない、お前の実力なら。狼は千里行っても肉を食う、どこでも食える。そうだ、もう一つ、この前。張星雲が2万の騎兵を連れて、廊下まで来たが、通さなかった。張星雲。そうだ、多分、徴用城のことを知って。何か考えがあるんだろう。他の辺境将軍たちも、多少威信を抱いている。きっかけを待っているだけ、天下は大乱になる。今、この張星雲は中条にいる。北敵に対する最初の関門だ。心配なのは、もし貢献が失われたら、単なる割拠では済まない。天下が大乱になるかもしれない。若旦那。もし俺たちが戦うことになったら、手加減してくれよ。命をやるからもらうか。俺の手下には5、6万の大軍。お前をボコボコにできるぞ。来いよ。つまらない。俺はやっぱりこう言う。もしこの神帝が好意を保てないなら、俺が座る、若旦那。邪魔するな。もし俺が何かしようとしたら、お前も邪魔するな。さもないと。本当にお前と戦うぞ。若旦那、知ってるか、俺はこの言葉を待っていた。待ちくたびれたよ。高谷も守ったし、髪の毛も彼のために白くなった。若旦那、徴用城には行かないから、代わりに、小とうに酒を2杯あげてくれ。これは自分で作った梅酒だ。たった一段だけ。彼の好物なんだ。じゃあな。
三が万里、君に会えず。この世で似た人には会えない。小とうとう。この野郎。ちゃんうえ。ちゃんうえ、酒を持ってこい。また胸が痛くなってきた。本当に綺麗だ。綺麗だ。本当に綺麗だ。お正月だ。我が子よ。我が子はまだ帰ってこないのか。老先生、お子さんは国を支えている。もしうまくいけば、自然と帰ってくるか、あるいは私たちが徴用に行く。もし支えきれなかったら？もし支えられなかったら？彼は帰ってくるだろう。どうあれ、一度は試してみるべきだ。ウエンロング先生。スロー。スローは、奥さん、慌てないで。どんなに主公の未来がどうなろうと、私たちの将は、彼の最大の頼りだ。今は私たちが発展する最高の機会だ。ここに隠れていよう。誰にも知られないほど、主公を助けられる。旦那と一生酒を作るのも悪くない。でも、私は忙しいのが当たり前だった。急に暇になると、本当になれないな。私たちの主公はそんなに単純じゃない。彼はキアオ WAN さんに兵法書を残した。私に言いつけた、キアオ WAN さんを助けて。兵を指揮する方法を学ばせろ、忘れるな。彼女は庭園公の子孫だ。主公は言った、あなたが率いる兵は、自分で、部隊の名前を付けられる、何にするか考えたか。スカ軍。スカ軍、いい、スカ軍にしよう。いい、素晴らしい。おぎしさん。旦那様から何か伝言はなかったのかい？旦那様は、一番心配している人が、あなただと言っていたよ。でも、あなたは一番頼りになる人だとも。息子よ、お前の嫁は、いい女だ。お前が賞を管理していなかったら、賞の半分の人は、飢え死にしていただろう。そうだな。斉田さんがいなかったら、私たち3人の酒好きは、酒どころか、馬の尿も飲めなかっただろう。その通り、旦那様が賞にいない今、あなたが私たちの支えだ。みんな、そうだろ？そうだ。今。将の人はどんどん増えている。こんなに多くの人を養うのは、大変なことだ。陳将が帳簿を手伝ってくれ。周順と周羅が酒造りを手伝い。ロフとロローは早々に、住城、徴用、以上の3つの販路を確保してくれた。今の将があるのは、皆さんの助けがあってこそだ。今、女郎は朝廷で、私たちにできることは、将をしっかり管理して、旦那様の帰りを待つことだ。さあ、今夜は大晦日、皆さん楽しく過ごしましょう。私が餃子を作ってくるわ。いいね。さあ、来い、注げ、飲もう、ここ、飲もう。注げ、おい、飲み干せ。助教、チンをずいぶん待たせたな。陛下、秦などが何を？小の王が言っていた。この世で、
助教だけが一心に国のことを考えてくれると。助教のような王妻。陳が自ら迎えるのは当然だ。今日は助教をもてなすため、特別に冬の鹿を用意させた。助教、早く陳についてこい。陛下、そんなことまで。臣、恐縮です。助教。あなたの大義がなければ、大気の天下は、まだ汚れたままであったかもしれない。さあ、陳と共に園に入ろう。助教。陳はこの2日、よく思い出す。あの日、宮殿に攻め入った時のことを。助教、陳が即位できたのは、本当にあなたのおかげだ。陛下、ご丁寧に。助教、陳にこれほど大きな力を貸してくれた。陳は何を授けるべきか。助将軍。おかけください。この野郎、右側は最小の席だ。お前が座る資格などない。お前。助教。早くお座りください。あなたは陳の肘骨の芯だ、助将軍。これは誠意だ。陳将軍。陳と一緒に座りなさい。さあ、行こう。早く座れ、座れ。座りなさい。牧系。国王屋が底辺の8人の大将を私の指揮下に置いた。帝牧公は表向き、私の学祖父だ。家州の超清雲祭。朝廷の人々に私の旧友と呼ばれている。そして公然と反乱を起こした常四郎は、私の友人だ。延安は私を信じないどころか。私が何かをするのを恐れている。助教。今日は左右竹だ。陳は小かか人だ。陳を笑わないでくれ。陛下、冗談を。さあ、諸教、どうぞ召し上がれ。牧系、本当に賑やかだ。小兄。正月に茂子を食べさせるなんて。牧系、左右竹の料理は、この茂子には及ばない。でも茂子より、兄嫁さんの焼き魚が食べたい。蓮兄嫁の蒸し菓子も。牧系、一度帰ってみないか。ちょっと見てすぐ戻る。ダメだ。朝廷の目が多い。災いを引き寄せてはいけない。将を守らなければ。誰だ？旦那様。陳先生。これは。奥様がわざわざ持ってこいと言われた焼き魚です。小兄。いいね、願いが叶った。そうだ、旦那様。文龍先生が別の場所で待っていると言っていました。尻尾はあるのか。先ほど何匹かの尾行者がいたが、もう始末した。行こう。弁論氏が徴用に突入。実に驚きだ。実は奥様がご主人を心配され、私も用事があったので、夜通しで駆けつけた。ご主人、権力を握る感覚はどうだ？あまり良くない。小さな店をやっていた頃の方が、気楽に生きられた。今の姿は、かえって居心地が悪い。
ココージーは確かに忠義無双だ。彼がいなければ、今の天下30州は、割拠して戦乱状態になっていただろ確かに。う。元々の考えでは、ご主人にこの大義を取らせ、急流優待させるつもりだったが、ココーヤが工事を託したのはあなただけだった。ウェンロン氏、あなたはどう考えている？職州に入るのがご主人の上策。徴用に泊まって補正大臣となるのが中策。では下策は？下策は酒を売り続け、世間に埋もれること。ご主人には皇帝即位の大功がある。だが、これらのものは粥のように燃えやすい。一度火がつけば、これまでの努力が水の泡。ウェンロン氏。これらのことはすべてわかっている。ご主人、焦るな。まだ考える時間はある。奥様の方では、もう酒造りを始めている。将は無事で、火打ち地石の件は、中尊が人を連れて密かに採掘に行っている。鉄道屋がご主人に聞かせたいと言っていた、他に、鉄鉱石を精錬する良い方法はないかと。あなたが以前、彼と相談すると言っていたそうだ。もちろん方法はある。後で手紙を書くので、先生に持って帰ってもらおう。ところでご主人、蜀州国境のとある町が、廃山兵に占領されている。ご主人が興味があれば、後で知らせてほしい。私がご主人のために取りに行こう。その町には廃山兵がどれくらいいる？およそ6、7千。将の戦力は、人に満たない。女妃。西北の8000個府軍を呼び寄せない限り。ご主人、ご安心を。私は大変相互しない。取れると言えば、必ず取れる。それにシャオアン城も手伝ってくれる。さすが将軍の後継者だ。この娘は地図と兵法を完璧に覚えている。戦の才能がある。しかし、最終的には主公の決定を待つ必要がある。私からの連絡を待ってくれ。将のことは私と夫人がいるので、主公は安心してください。もし不吉なことがあれば、すぐに将に戻ってください。私はウェンロング先生の助けを得た。これは統制最大の幸せだ。主公。僕系、食べるか。忘れた。僕系は宮中で食べたはずだから、食べないだろう。私が頑張るしかない。仕方ない。どうして食べない？俺の嫁が作ってくれたんだ。お前、オケ。オケ。オケ。皇帝陛下万歳万歳万々歳。諸教、平身せよ。陛下に感謝。なぜひざまずかない？スキョウは陳に話した。今後はひざまずかなくてもよいと、陳は承諾した。チェン将軍、この件は今後言及しないでくれ。陳が今日即位したのは、大器の栄光、百姓の安楽である。陳が即位後、任公の道を行い、礼で国を治め、公で国を治め、政制を開き、年号を定める。栄章、金章、陳。秀武に帝に倣い、検裁を広く受け入れたい。勝負福井遊園を正三品均等営に任命する。4000の五輪軍を率いる。陛下に感謝。小井将軍チェンチャンチング。竜に従い功績あり、西南将軍帝南公に封ずる。3000度の職王を増やす。陛下に感謝。大器では公爵を封ずることは極めて稀だ。今日、チェン将軍が公爵に封じられたとは、そうだ。日の国建国以来、404年。現在までに公爵に封じられた人数は50人にも満たない、そうだ。どうして彼が公爵に封じられたのか。四頭四尺住み厚乗りは物を乗せ、甲府は節を領にする。竜に従うことの主公、一品在助中友公に封ずる。3000度の職王を増やす。主の大恩に感謝。
須将軍、解明すべきだ、須左助と呼べ。私は言った、須左助は徴用を破った主公だ。陛下は必ず功をも与えるだろう。我々は今後須左助に従い、江山社職を支えよう。良いだろ須左助、中友公。金刀これはどういう意味だ？ここで私が、人を殺すのを恐れているのか？う。陳将軍。あちらで二人きりで話さないか。恐れ多い。私はな、貴様に本当に殺されやしないかと恐れている。一日中、内功と外鉄鋼を着込んでいるのがわからんのか。それだけか。おそらく数千の鉄営も従えているだろう。どうぞ。女宰相。構わん。どうぞ。推測させてもらおう。女宰相はこの近くに数百人の獅子を伏せているな。そうだ。虎も一匹いる。しかし、我が部下も負けてはいない。何が言いたい？おそらく工事から何か言いつけがあったのだろう。でなければ、我々に怨恨はないのになぜずっと私を付け狙っている？貴様も私を付け狙っているではないか。お互い承知の通り、この神帝は大した器ではない。もし時間が十分にあれば、おそらく、国王屋は彼を選ばなかっただろ陳将軍、言葉を慎め。う。構わん。この清朝が頼れるのは我々だけだ。女宰相、我々は手を握り合おう。貴様も知っているだろう。私は徴用に3万の大軍を擁している。あのボーンスでさえ、2万の軍勢を駐屯させている。これは誇張ではなく、我々二人は、共に工事が残してくれた者同士、ここまで、対立する必要はない。貴様は知っているか、なぜ荒野が工事を託したのが貴様ではなかったのかを。なぜだ？一度だけ言う。よく聞け。女僕、よくもまあ。その甲冑をしっかり着込んでおけ。毎日犬のように私を避け続けるがいい。さもなければ、いつ死ぬかもわからぬぞ。この狂人め、一体何がしたい？一度だけ言う。徴用では、神帝の下で私は決定権を持つ。もし再び密かに婿から甲冑を調達し、私を無視して家禄没収や口封じを行うのを見つけたら、本宰相が、真っ先に貴様を切る。貴様は徴用城にわずか数千の兵力しかない、忘れるな。私は3万の大軍を擁している。やってみろ。よし。これから徴用城では、俺とお前の間で、必ず死ぬのはどちらかだ。帝南公の手並み、楽しみにしているぞ。明日の丁議。鉄鋼をもう一枚重ねておけ。僕系。今のはどうした？
何でもない。カオホンが数百人の士を連れて周りに潜んでいた。本当に戦いになっても、結果はどうなるかわからない。SI 風、カオホンに伝えろ。チェンチャンチングを監視させろ。殺すチャンスがあったら、すぐに俺に知らせろ。わかりました、僕系。僕系、次は車を取らせないでくれ。俺はお前についていかないと。心配するな、あのズージーイージーさんが教えた3つの権利。もう完璧にマスターした。高手にでも出会わない限り。普通の奴らじゃ敵じゃない。僕系。春が来るな。ああ。北敵が大気の内乱に乗じて、また歌州に攻め込んでくる可能性が高い。あの米売りがいるじゃないか。確かに。常四郎の性格なら、死んでも、北敵を廊下一歩も越えさせまい。一品在助中友好。新帝もそこまでバカじゃないな、小東家を懐柔することを知っている。チェンチャンチングもこうに封じられた。バランスを取る術だろうが、まだ未熟だ。彼には小東家を止めておけないだろう。小東家の功績が主君をしのぐことを恐れているが、彼は知らない。チェンチャンチングは単純な男じゃない。聞くところによると、今日の夕暮れ時、小東家が意を示したそうだ。剣を抜いてチェンチャンチングに切りかかったと。当然だ。彼は大気王朝が再び以前の道を歩むことを望んでいない。彼は本当に国を救おうとしている。こうして、長陽城全体が、彼がどんな人間か知ることになる。では、主公、我々はどうすれば。言っただろう、今は戦いたくない。特に小東家と花。それに、春になれば敵犬どもが動き出す。敵犬が関を攻めれば、ゼアオチングヤンの方はどうなる？去年のように城塞を死守するのか、タミオを使って城壕を埋めるのか。主公。上下運と言ったな。敵に寝返る可能性はあるか。超慶雲。超慶雲という男は、どうにも読み切れん。俗死だといえば、去年の戦いでは、命を懸けて死に物狂いで戦った。命を惜しむといえば、武功のためなら、何でもする俗死だ。見透かせない。あの聡明な若旦那さえ、彼に騙された。人になるか犬になるか、一瞬の思いで決まるものだ。皇帝陛下万歳万歳万々歳。諸教、早く平身せよ。陛下に感謝申し上げます。奏状があれば申し出よ、なければ退廷せよ。陛下。内城の外では、敗山兵が軍権を占領し、数万の民が家を失っております。城内に流入しております。真の権義は、朝廷の名のもとに、流民を小作人として受け入れ、2気分の食料を配給し、秋の収穫までのつなぎとし、陛下の名声も高まるでしょう。陛下、真も同義です。数万の民。これは十数万の民です。もし括弧に、2気分の食料を配給すれば、朝廷も持ちません。食料をすべて民に与えれば、軍は何を食べるのですか？さらに、陛下は今軍備を整えようとしておられます。食料は兵士の募集を優先すべきです。流民を兵士に当てれば一挙両得でしょう。本校は十数年間戦ってきたが、聞いたこともない。流民に武芸の才能があるとは。あの敗山兵を見ればわかる、烏合の衆だ。全く戦いになりません。助教。
この件についてどう思陛下。臣が考えるに、養護氏の言うことはもっともです。来期は内憂外患。今こそ人心を集乱すべき時。北敵が春動していますが、まずうちを休んじてから敵を防ぐべきです。猜疑としよう。帝南公の言うことも間違ってはいない。今の大期は、確かに兵士を募集し、戦備を急ぐ必要がある。大抵としよう。陛下をお見送り申し上げます。上昇。女装は知らないのか。私は以前、わざわざ災害の状況を視察に行った。あの難民たちは、毎日100人もの餓死者が出ている。春になったというのに、目の前の土地を見ても、耕作できない。女装、我が大期には食料が不足しているわけではない。不足しているのは、天下の領草を管理する勇気のある人物だ。我々はどうすればいいのか。我が大期は、本当に救いようがないのか。よーし。この話は他人に言うな。ここには千両あるはずだ。もう少し待て。本省が何とかしよう。老臣。天下の民のために、女装に感謝する。養護し、体を大切に。この日は、本来は良い日だった。牧系が少し楽しくなさそうに見える。どういうことだ。昔の牧系は私たちと酒を飲み、喧嘩をしていた。侠客のようだった。腐敗した役人や民を食い物にする大富豪が気に入らなかった。誰が我々の生き道を阻んでも、刀を振るって切り開いた。牧系。この道は葬式が終わったばかりで、式としている。別の道を行かないか。4個。君に選んでもらおう。もちろん、誰も通らない道が一番快適だ。牧系の性格にも合っている。別の道を行くんじゃないのか。上昇寺、どうして徴用に来たのか。大事がある。敵国が使節を派遣した。家州の調整運が道を譲った。今は廊下に着いた。敵人が使節を派遣した。おそらく、内情を通って威張り散らしたいのだろう。そして歳兵を多く要求する。まさか君が殺したのか。300人で15人しか残っていない。なぜ全部殺さなかったのか。一人が天狗と叫んだ。そして私に西北将軍李波山は、彼らの手中にあると言った。おそらく嘘だろう。洋上の戦い。多分京太吉将だろう。
敵の犬を少しでも殺さず、わずかな希望を抱く。後で偽物だと分かっても、また生きたまま剥ぐだけだ。上昇時。今回の徴用入りは、宮廷に入るためか。竜位に座っているあの方に聞きたい、はっきりと。心の中に覚悟がある。何を聞く？敵の犬と戦うか、また細密を収めるか、もうやらないぞ。李将軍の件も、兵部に行く必要がある。いくつかの記録を調べてみる。一緒に行こ珍しく主宰相が付き合ってくれる、州に行ったら、花酒をおごるよ。チェンチャンチングはどう？相変わらずだ。俺と張り合っている。銃兵を握って、少し自信を持っているようだ。この慎重すぎる性格、直せないのか。直せない。命を守る方法だ。小と弟が去ってから。突然気づいた。話が通じるのは君だけだ。宮殿を出たら、墓山に行こもちろん。工事もずっと待っている。宮廷に入り、陛下に会ったら、上昇時。少しは控えめに。う。小と弟が立てた人だ。俺を怒らせるな。言っただろう、王朝も行為も気にしない。はっきり言うが、小東か。早く城を出ろ。ここは君に合わない。小東か。君にはもっと良い道がある。上昇時の忠告、ありがとう。不思議に思う、もし工事が。君に託したら。どうする？どうする？彼は俺に託したりしない。チェンチャンチング。毎回こんなに大勢連れて出かける。だから殺せないんだ。お前はスミューが雇った資格か。雇うも何もない。どこからの小僧だ、この二節の。孤島鉄弁を知っているか。坊ちゃん、あなたの槍。なるほど、常槍か。これじゃ戦う意味ないな。失礼。周王。何をするつもりだ？気に入らないから、ぶん殴りたい。槍を見ろ。急げ。陣を組め。お前の剣兵を引き上げろ。戦いたいなら、州で待ってる。一騎打ちでもいい。片手で相手してやる。お前。チェン将軍。冗談だよ。行こう。大気でただにの犬夫。お前とゼアオチングヤンだけだ。犬の米。畜生。すっきりした。酒を飲みすぎた。力が足りなかった。さもなくば、こいつを仕留められたのに。あいつ、
中に三重の鎧を着てやがる。本当に臆病な犬の子だな。スネ坊ちゃん、どうぞ。そろそろ宮殿に入る準備を。中央チャンキ青丹部。在助住う、宮中に参上。須在助、周王、どうぞ。陳は早くから聞いていた、周王と陳の公は、仲がいいと。公は私を反逆者と呼んだ。周王、冗談を。今回、徴用城に入り、陛下に一報をもたらした。おや、どんな法勢だ？敵の使者が廊下に到着した。徴用城に入って話したいと。陛下にどうするか伺いたい。もちろん、席の外で断るべきだ。しかし、具体的にどうするかは、諸大臣と相談する必要がある。陛下のご意向は承知した。使戦となるなら、陛下には早めの準備を。周王、ご安心を。北敵が国境を侵すなら、陳は、必ず自ら征伐に出る。万敵を駆逐する。お見事なお言葉。失礼。上在助。この周王は少し軽率だな。陛下。彼の性格は、もともとこういうものだ。私も陛下が誠意を守り、多くの民衆と孤高寺の期待を裏切らないことを願っている。もちろん、陳は国号を英将と定めた。つまり、永遠に繁栄するという意味だ。今日会ってみて、私は間違っていなかった。ユアンアンが皇帝になれたのは、小東東の第二の手だった。上昇寺、さっきどう約束したか忘れたのか。小東か。新しく敷かれたお道を見てごらん。それに新しく追加された瑠璃河原。そして新しく変わった宮女たち。なかなかの美人揃いだ。内憂外観。百太閤、お金は刀の刃に使うべきだ。よく考えてみてくれ。これが名君のあるべき姿か。彼の皇帝としての資質は不合格だ。ならば私がやる。私は自ら、木を植える人になりたい。後の世の人々がいい実を食べられるように。小東か、私は君とは違う。大義のためなら、私は自らチャンウェイを殺せる。君にできるか。例えば、君の怪物のような弟。あるいは、君の将の人々。私はできない。
君の性格なら、きっと。両方にとって良い方法を探すだろう。これが君と私の最大の違いだ。私と上昇時の間には、まだ多くの違いがある。この言葉が君の口から出ると、なんだか、見知らぬ感じがする。まあいい、小東か。やはりあの言葉だ。内情は君に合わない、早く離れることを勧める。この進呈が名君なら。私はおとなしく州にとどまり、決して、徴用には来ない。小東か、君の苦労は知っている。根府から大輝の一品在助まで這い上がった。しかし天下のことは、君が思うほど単純ではない。旧国と反逆。野心の要素を除けば、同じく、新しい秩序を再構築したい。有能者がいるべき。なぜかわからないが、私はいつも、小東家のこの一品在助。長くは続かない。いつか、あなたと私の間で、天下を争うことになるかもしれない。上昇時。私は酒を作って生活している。今も作っている。無駄口は省く、言うべきことはここまで。聞きたくないのはあなたの勝手。もしユアンアンが頼りないなら、弟よ、自分で決めろ。小東家は朝廷が嫌いなのは知っているが、でも、小弟に申し訳ない。小東家、あなたは自分を誤った。小弟が救いたいのはこの皇室ではない。彼が救いたいのは天下全体だ。彼はあなたとは違う。彼は皇室に生まれた。皇室に縛られ、清訓川の方法を使わざるを得ない。しかしあなたは違う。あなたは美末に生まれた。だからこの在助は、あなたには向いていない。小東か、私はあなたがもう計画を持っているはずだと推測する。あなたは複雑な人だ。小弟はあなたを見透かせない。私でさえ。あなたを見透かせない。推測するな。あなたには推測できない。しかし今、私にはとてもやりたいことが一つある。なんだ？チェンチャンチングを中殺する。彼はこの皇帝として失格だ。それなら私がやる。もしユアンアンが頼りないなら。弟よ、自分で決めろ。見て、これがスザイスケだ。スザイスケ、こんにちは。スザイスケは町中で一頭一頭。あの干渉を切ったスザイスケ。そして食料を買って私たちにくれた。そうだそうだ。スザイスケは大好き人だ。この徴用城でスザイスケだけが。私たちのような苦しい民のことを考えてくれる。そうだそうだ。スザイスケはよしとだ。スザイスケ。大好き人だ。ありがとうスザイスケ。ありがとうスザイスケ。ありがとうスザイスケ。スザイスケは大好き人だ。学祖。スザイスケが来た。よしよし。やはり人血だ。女宰相と話がある。少し退いてくれ。ダケソフ。置いて役に立たぬ。毒を盛られたのも気づかぬ。なぜだ？犯人はわかるか？孫婿よ。西北に5万の軍勢がある。
2万を徴用に入れたから、まだ3万残っている。考えているのは、なぜ、すべてを譲れぬのか。当初、8000人分の古布を送っただけ。実にケチだった。学祖父が言った。この兵は動かせぬ。西北を守り、馬族の侵入を防ぐためだ。馬族対策は口実で、実は、異民族の侵入を防ぐため、彼らが侵入すれば、対価が生じる。反乱であれ、君側の官を討つのであれ、神帝でも神朝でも、どう戦おうと、これは中原の内輪もめ。だが異民族の侵入は、全く別物だ。誰かが我が帝北英を動かし、徴用に入れようとしている。我が死後、この兵は、すべて他人のものになる。犯人は分かった。私も分かった。我が死後、誰が我が帝牧公を継ぐか。お前の息子。彼が爵位を継げば、帝北英を徴用に入れ、自ら3万の軍勢を掌握する。数日前、我が子さんの将2人が、不可解な死を遂げた。以前から不審に思っていたが、まさかこの不肖の息子の仕業とは。この毒は解けるか。猛毒ではないが、この体では耐えられぬ。お前に伝えたくなかったわけではない。使いを出したが、途中で、襲われた。今頃来たということは、彼らの罠にはまったな。奴らが仕掛けた罠にはめられた。俺は戦場で30年以上も戦ってきた。とっくに悟っていた、この生涯が安らかな死を迎えられぬことを。よく思っていた、馬の皮に包まれた屍となるだろうと。一つの骨壺となり、同僚に内情へ運ばれるだろうと。しかし、そうはならなかった。まさかこの不幸息子の手にかかろうとは思いもよらなかった。もっと早くに。陳長生を殺すべきだった。疑う理由がある。これは陳長生の手口だ。お前のせいではない、金殿で人を殺さない限りは。さもなければ、奴は亀の甲羅に閉じこもったままで、お前にチャンスはない。昔から。最も計りがたいものは、やはり人心だ。すべてのものがお前のように、最小になってからもなお。3分の朝飯を食べに行くとは限らない。国成功の意図が分かったか。今ならわかる。彼はお前を世間の前に押し出した。心底信じていたからだ、お前が清廉な人間だと。彼の異名に従い、職責を全うする保筆の臣となると。だが俺は推測できる、彼もきっとこの日を計算に入れていたと。おそらく、他の言葉を残していただろう。
残していた。もし延安が支えがたき者ならば、我が自ら決断せよ。お前のような孫婿がいて、これで満足だ。必ず長陽を離れよ。お前自身の道を行け。見極めよ、この度の君側の関心排除。お前の最大の収穫は、最小の職位ではない。天下の民衆がみんな知っている、お前という。干渉を切った者がいることを。わかったか。女僕、わかりました。皇子。私に大義を取らせた。今後私が何をしようとも、民衆は私を認めてくれる。言っただろう。お前女僕は、人の下で生きる犬ではないと。たとえ一人の下、万人の上であっても、犬となってはならない。お前は飛翔しなければならない。まるで、単に伏せり支流のように勢いを起こし、天下30州に轟く方向を上げよう。あの不肖の息子は、盗み聞きなどしていない。どうやら人を呼びに行ったようだ。今度は、彼はお前を逃がさないだろう。怖いか。この1年、私はずっと殺戮を重ねてきた。ただ心配なのは、もし李作幕を殺したら、李公安。彼女は私を恨むだろ機会があれば、殺せるなら、殺してしまえ。私が死んだ後、あの不肖の息子を、私のそばに葬れ。私は半生を戦いに費やし、不肖の息子をしつけるのに、また半生を費やした。おそらく、やり方が間違っていたのだろう。一匹の、恩知らずを育ててしまった。結局のところ、やはり私、父親としての責任だ。公安については、彼女に伝えてくれ。この生涯、二度と長陽に入るなと。お前が皇帝にならない限り、この手紙、永遠に渡せ。読めば、彼女も理解するだろう。永遠は、気性が少し荒いが、根は道理をわきまえた娘だ。彼女はやはり、私、李女性が、育て上げた孫娘だ。戦場で、30年。もう動けなくなった。孫婿よ。お前、言ってくれ。私の、旧友たち、同僚たちに、呼んでる。
行こう。私は、会いに、行く。べきだ。殿、罠にかかったようです。誰の手下だ。チェンチャンチング。ついに正体を現したな。殿、こんな時に笑ってる場合ですか。今日生き延びたらいつの日か金伝で必ずチェンチャンチングを殺す。チンにはわからん。あの関心を切るとき、なぜ工事はチンにやらせず、あの酒造りの若旦那にやらせたのだ。まさか、チンが無力だと思っているのか。このような民心を得る機会は、チンこそが神帝としてやるべきことだ。陛下、おそらくは主将軍が後見人であり、城攻めの功労者でもあるので、名声を積むべきだったのでしょう。後見人。何が後見人だ。陳は今年23歳、まだ幼帝と言えるのか。それに、彼がやろうとしていること。一体何だって？スベロギオジはこんな男を選んだ。権勢が強いだけでなく、民衆の名声まで持っている。このままでは、彼は第二のギアを言わぬ。よりも恐ろしい存在になる。もし謀反を起こしたらどうする？答えろ。国に成功は何か考えがあったのでしょう。主将軍も人格者です。人格者。スベロギオジは陳を信じていない、死に際に。ようやく陳の存在を思い出したのだ。勝手に殺し合わせておけ。どちらもろくなものじゃない。ス宰相を殺そうとする者がいる。なんだ、こんにちは。ス宰相に手を出すな、行くぞ。行こう。言ってやるぞ、殺せ。急げ、宰相を守れ。全員で行け。急げ、宰相を守れ。下がれ、お前たちは何者だ。何をするつもりだ、何者だ。助宰相が危ない。あっちへ行け。道理もわからないのか。お前は道理をわきまえているのか。私はたった100人ほどしか派遣していないのに。どうしてこんなに多くの民衆が集まってくるんだ。一体どうなっているんだ。あの若旦那はただ者じゃない。公爵様、兵を引かれることをお勧めします。奴が俺を殺そうとするなら、俺が奴を殺す。これ以上当然なことはない。こんなに多くの民衆を前に、我々は手出しできない。撤退だ。李責務はどうする？ここまで来てことが露見した。
まだ奴が帝北営を制圧して徴用に戻れると期待しているのか。若旦那が死なない限り、奴にチャンスなどない。では公爵様はまだ奴を連れて行くおつもりですか？クソ。犬一匹飼ったと思えばいい。待ってくれ、待ってくれ。撤退。逃げました、君子。危なかった、女宰相は無事ですか？女宰相。女将軍、小公爵が残したものです。また誰かがあなたをいじめたら、私たちに言ってください。俺たちは誰にも従わない、女将軍だけに従う。干渉を切ったあの日、私たちはみんな見ていた。なんと英雄的な壮挙だったことか。女僕。皆様に感謝申し上げます。行こう。女宰相、私たちが護衛します。ご主人様。皇帝様がまた訪ねて来られました。いつ朝廷に出られるかと。陳長慶はどうなった？陳長慶は宮殿に潜んでいます。もともとの3000の鉄兵に、さらに4000の兵営が加わりました。ご主人様。私どもの不甲斐なさで、まだ彼を殺せていません。お前たちを責めるつもりはない。200人で3000の手兵に正面から当たれとは言わん。それは死に行くようなものだ。ご主人様、ご安心ください。陳長慶を暗殺するよう頼んだもの。今夜、到着するはずです。他に何か知らせは？新帝は多くのことを変えたようです。昨夜、楊氏氏が宮中に参上したが、新帝は全く取り合わなかった。楊吾氏は一晩中ひざまずいていた。ついに気を失ってしまった。新帝は、見せかけが上手な人物だ。主君に隠し立てはできません。皇子が彼を選んだ時も、随分と悩まれたそうです。しかしその頃の皇子はもう余命いくばくもなかったので、だから皇子は主君に、補佐を命じたのです。おそらく、私にももう補佐できそうにない。いつか荒野の墓前で詫びを入れなければならない日が来るでしょう。もうすぐ立春です。敵が関所を攻めてきたら内城一帯はさらに混乱するでしょう。顔本。もし私が去ったら、徴用小僧と共に私についてきてくれるか。主君と認めた以上、生死を共にする覚悟です。主君、任が来ました。顔本。間違いないか。主君。おそらく彼です。天下第一の刺客、バイザ。京城に入り早速情報を集めていました。あなたが主宰相で干渉を切った方ですね。その通り。高官、引き受けを拒むつもりか。
須宰相は干渉を切り、さらに民衆の税を減らす政策を決断された。天下の民は皆誰が自分たちを大切にしてくれるか。分かっている者には命を懸けると言っている。今日来たのは引き受けるためだ。須宰相の銀については、受け取るのは気が引ける。消息を待て。では行ってくる。殺し終わったら豆腐も届けなければ。もし今日戻らなければ須宰相にお願いしたい。この豆腐を牛尾公の王家に届けてほしい。紀王城様がお好きで、約束したことを果たさないと、どうしても心に引っかかる。交換。私の屋敷には、宝刀が一振りある。結構だ。恨みの心。一本の箸さえ、凶器となる。ご主人様、この件はうまくいくでしょうか。私にもわからない。顔本。鼓動と弾頭軍の兄弟たちを集めてきてくれ。ことがうまくいかない場合、最悪の事態を想定しなければならない。はい。常陽城の民衆の目には須宰相しか映っていない。陛下など存在しない。さらに、房州の外では敵族が勢いを増している。小の王が残したこの混乱は大きすぎる。陳にはどうすることもできない。ご主人様、関所の外からの偵察が来た。急報、北敵族が10万の大軍を結集。即日、房州に向けて進軍する。老書連営。2000尾の緊急事態。ゼアオチングヤンは、動かず。畜生め。宮廷の方はどうだ？調べた。官吏を領職官に扮させ、200人を連れて、家州へ向かい、和議を結ぼうとしている。ユランアンが和議を結ぶだと。ご主人様、来るべきものはすべて来た。進呈はもう支えられない。ただ思うのは、工事に申し訳ないということだ。どうやら、我がスミューは、二の道を行くしかないようだ。天下は救える。だが大輝は救えない。ユランアンは救えない。白先生は、成功したか？ご主人様、成功しました。ただ今日は、チェンチャンチングが三重の面子をつけていた。竹橋。面子を突き破ることはできなかった。むしろ橋の方が折れてしまった。陳長青の固め。幸いなことに、竹の橋には毒が塗られていた。その後、陳長生は、痛みで気を失った。白さんは、3000の鉄営に、切り刻まれて死んだ。そうそう。新鮮な豆腐を2担買ってこい。牛を巷へ届けろ。はい。次はどうなさいますか？伏兵を配置した。動くな。私は宮殿に行く。誰もついてくるな。ではご主人様の安全は？宮中には右軍がいる。心配ない。きっとゆるぼくだ。私を殺せば、彼は朝政を独り占めできる。そして陛下は、傀儡の君になる。
陳教。お前はまだ焼き図を折っている。まずはしっかり休め。陛下、ゆるぼくは私に手を出せる。なら陛下にも手を出せる。陛下、ゆるぼくが殿中に入ります。陛下、私は軍に行きます。陳がいるのに何を恐れる？陛下、彼は国成功と一緒に反乱を起こせる。なら金殿の前で私を殺せる。彼はできる。お前にはまだ3000の鉄兵が常駐にいるではないか。陛下はまだご存じない。この3000の五輪軍と2000の五条兵は、すべて彼の手下だ。それならば、お前は裏門から逃げろ。陳長和を覚えておけ。私はお前のために、自分の古名大臣と顔を潰すことまでした。陛下のご恩、陳は知っています。彼を連れて行け。お役人、どうぞ。ゆるぼく、ここは陛下のご所望だ。無断で入るとは。うせろ。居上昇、陛下はもうお休みです。お前は。助教、今日はどうして突然宮中に？用事があって。陛下にお聞きしたいことが。助教、陳は。今日は少し疲れた。陛下が北敵に派遣した使者は、どこまで行った？まだ1月も経っていない。延安、もう隠しきれないのか。助教。誤解だ。あれは陳が派遣した督領官だ。陳は和議をしようとしたのではない。ここから賀州まで2000里。督領官など派遣する必要があるか。周王が馬鹿だと思うか。お前の督領官を通すと思うのか。それとも、常四郎という周王がもう反乱しないと思うのか。愛嬌。陳も大輝の社職を守るためだ。もし北敵が南下したら、我々はどう防ぐ？防げなくても防ぐ。昔、お前の功は、北敵が辺境を破らぬよう、そこで死にかけた。私のような正在助でさえ。昔、北敵人を防ぐために、百騎で辺境に赴く壮挙をした。もし北敵人が賀州を破ったら、周王でさえ、大義の前では、老官を死守して退かない。あの老諸たち、あの老兵たち、そしてあの難民たち。彼らは顔を上げ、長陽の都をじっと見ている。もし彼らがお前が和議をしようとしたと知ったら、乗り人として恥ずかしくないか。陳が望まないと思うか。陳の兵力は、反乱軍の鎮圧に使う愛嬌、さもなくば大輝は滅びる。お前は本当に、何も分かっていない。浩二。名君になれとは言わないが、愚君になろうとするとは。女僕。謀反するつもりか。腐った大輝などを謀反したところでどうだ。
助教。お前は陳の古名大臣だ。選定に約束したはずだろう。私が古名大臣だとまだ分かっているのか。選定は私に一言残された。延安が支えきれないなら、我が女僕は自ら選べと。正直に言おう。工事が余命少なければ、この座は、お前に回ってこない。ふん。女僕。陳を恥ずかしめるとは、お前の宰相職と公爵、屋敷も、すべて没収する。お前はただの平民。いや、落ちぶれた酒造りに過ぎん。陛下が私を解任すると。者ども。即刻勅命を。本日より。女僕は大器の宰相ではない。公爵剥奪。陛下、女宰相は功績格々、一品の職です。皇子の意志でもあり、万民の願いです。勅命を撤回ください、陛下三子を。諌めるな。誰も諌めるな。一品。よかろう。女僕、大したものだ。一品が欲しいと言ったな。ならば陳は、お前を一品平民に封じよう。陛下、古今未曾有の一品平民など。女僕は太鼓を立てたではないか。この一品平民は、その太鼓への報奨だ。しゃ。陛下のご恩寵。者ども。女僕が宮廷に乱入、即刻逮捕せよ。正気か。止めろ、彼を止めろ。うぶん、止めろ。新無力、正三品均等へのうぶん。致死願い出ます。正五品英英リューチングシャン。隠居する。正五品諸英自衛王チェン。隠居するお前たち。正六品縄文語英リューファング隠居する。正六品縄文語英コングへ隠居する。九品伝前英ジフイーチング隠居する。ジャンハオ隠居する。十一キアンさん隠居する。ジャンニングユアン隠居する。ジャンウ隠居する隠居する。ワンジキアン隠居する。京都リスドン隠居する。ドノゼン自衛リューシファ隠居する。ロングキアオファング隠居する。イェジュ隠居する。ファンイーミー隠居する。チェンメングで隠居する隠居する。ワンチェンアイ隠居する。ゼアオグアングハン隠居する。陛下これがお望みですか。スミュー。よくもそんなことが。お前には家国への心がない。どうして万里の山を安泰に収められるというのだ。黙れ。陳は皇帝だ。大器の皇帝だ。陳の行うことすべて。大器の天下のためだ。本当に救いようがない。
くところによると曹が去るそうだ。我々は生きるのも辛いほどだ。首相がいなければこの大気の天下はまた、以前のように戻ってしまう。スアイーヤ。我々の皇帝になってはどうか。スアイ我々のような貧しい百姓は、首相についてこそ希望が見える。立ちなさい。みんな立ちなさい。皆さん、徴用城で待っていてくれ。いつか必ず、我スミューは天帝天将を率いて、再び徴用に戻る。その時には、みんなに飯が食べられるように、着るものも与える。自分の両親と師匠以外は、もう誰にもひざまずく必要はない。ジ将軍はどこへ行くのですか？堪忍を打つ。北敵を追い払う。我らも従う。俺はただの鍛冶屋だが、力はあるぞ。俺は将軍についていく。興奮は売らなくてもいい。助将軍が気にしないなら、俺も加えてくれ。一個だけは棍棒使いだ。だが、将軍について戦場に行く。我らも従う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 。我らについてくる者、名前と出身を記録せよ。お前が統率する。将軍、部隊の名前が必要だ。聖天英と名乗ろう。これから、我女僕と共に南西北戦する。必ずこの天下30州に、清らかな晴天をもたらす。よし、よし、よし、素晴らしい。あの一品不意。今も徴用城にいるのか。陛下、まだいます。徴用城の多くの民衆が。彼に従っています。何人だ。陛下、すでに1万を超えています。本当に謀反を起こすつもりか。帝南公は、帝南公に討伐させろ。帝南公は、まだ静養中です。他の辺境の将軍は、援軍に来る者はいるか。そして、いません。全く役立たずだ。全く役立たずだ。もしかして、お前も陳が愚君だと思っているのか。奴隷は恐れ多いです。陳が知らないわけがない。和議できない道理。しかし今は、大気全体が休養生息が必要だ。和議するしか発展の機会を得られない。戦争に何の良いことがある。民を苦しめ、財を浪費する。この僕は、功績で主君をしのごうとしている、兵を擁して自重しようとしている。彼がもし将来、2番目のギアを言わんる、陳はどうすればいい？陳の言うことに間違いはないか？陳のすることに間違いはないか？陛下、人の心は腹の中。彼は結局ユアンカの人間ではない。彼の心に威信があるかどうか、誰が知ろう。陛下が彼を警戒するのは、間違いではない。ただなんだ。陳は彼に一品の不意をさせよう。はい、陛下。工事。
生前。お酒は控えめに。今なら飲めるだろう。浩二。我が住生は、結局2番目の道を選んだ。もし読みの道で会えば、住生、お詫び申し上げます。浩二の予想通り、敵人が大気の内乱に乗じて、辺境を攻めようとしている。この危機に際し、カレユアンアンは救わず、朝廷も救わない。我が住生が救う。天上から見ていてください。たとえ谷霊王が3人来ようと、俺が切ってやる。植木屋王、はい。浩二に伝えてくれ。お前は今年いくつだ？小僧植木屋王、今年16。巣兄について辺境へ出征し、敵の犬どもを皆殺しにする。死ぬなら死ぬ。18年後、また一人の交換だ。よし。ルジアン CAI、はい。浩二に伝えてくれ。お前の刀は錆びていないか？ローフルジアン CAI、64歳。まだ馬を一頭で切れる。スカ軍に従い。戦場で一戦交えたい。ズーダオヤン。将軍は言った、いつか天下の民が、みんな腹いっぱい食べられるように。俺は飢え慣れているから構わないが、妻や隣人が飢えるのを見るのは耐えられない。彼らが行かないなら、俺が行く。馬春君。浩二、私は馬春君。宮廷を出た宦官だが、たとえ半人前でも、この俺は立派な男だ。刀も握れる。人も切れる。よし。この世が濁りきっているなら、俺たちが自分で切り開くまでだ。天が味方せず、朝廷が動かねば、俺たちは、自分で奪い取る。この酒を飲み干したら、俺たちは一軍となる。漢を除き、敵を破り、いつの日か故郷に戻り、30州を、天下太平の世を作り上げよう。共に飲もう。共に飲もう、共に飲もう。浩二。これがあなたが残した火種です。残念ながら陳長生を殺せなかった。あの時、私が直接4000の五輪軍を差し向ければ、成功したかもしれない。惜しいことをした。刺客の白鉄が命を懸けて、彼の片目を潰しただけだ。もう一つ、李作母が殺された。遺体は李府の門前で晒し者にされた。老公屋が読みで知ったなら、きっと名目するでしょう。浩二。私はまた辺境に向かいます。若様、東屋の若旦那が来ました。多くの人を連れて。知っている。あの鼓動の4000の志士。それに3000の五輪軍。やはり東屋の若旦那は面白い男だ。出発前に7000人も連れ去るとは。若様、7000人どころではありません。東屋の若旦那が城を出るとき、さらに5、6000の民衆。と武官が彼についていくと言いました。総志望からは1万セットの鎧も送られたようです。本当に思いもしなかった。私は半月かけて道と集めたのに、
彼が去っただけで、なんと1万人も彼についていった。では若様。この連中を城に入れるか、入れるものか。まあまあ、まずは聖戦鎮に駐屯させよう。聖戦鎮。東屋の若旦那、最小の礼拝を、あのバカ皇帝の前で投げ捨てたそうだな。ああ、本当に痛快だった。君が去ってくれてよかった。言ってしまえば俺のせいだ。この町には8つの井戸がある。もっと早く君をここに呼び寄せるべきだった。ここの泉の水で酒を作り鶏ガラスープの江代で食い物を奪い、散々なめちゃくちゃを引き起こした。あの頃の俺たち。まだ知り合いじゃなかったよね。そうらしいね。知らなくたって若旦那は知らないのか。早くに挨拶に来ないと。もういい話はやめよう。今すぐ教えてくれ。どうするつもりだ。まさか。スカチンに戻って酒造りを続けるなんて言うなよ。俺は。今すぐお前を吊るし上げるぞ。戻らない。それとも手を組もうか。徴用城を乗っ取って3つの町を分け前としてやる。その様子悪役の親玉と変わらないじゃないか。俺は他人のためにお膳立てなんかしないぞ。若旦那。君少し変わったな。以前の君はそんなに威張った話し方しなかった。何か情報を漏らすのを恐れて。当ててみようか。若旦那は志を立てたんだな。立てた。何を？君が立てないような志だ。聞きたくもないね。常生寺探りを入れるのはやめろ。国境の情勢について話してくれ。あまり良くない国境には老所の連営だけが、老兵2万を率いて房州城を守っている。ゼアオチングヤンは、大輝は完全に腐ってる。まだ本気で。彼が陳北将軍リピーオーシャンだと思ってるのか。俺の考えでは、彼は別の考えを持っている。彼も謀反を企てている。彼だけでなく皇室の他の辺境将軍たちも同じだ。小東東は今回賭けに負けた。ユアンアンという無能な皇帝は国を抑えられない。ところで君は徴用城を離れ内城にもいたくないようだが。俺を訪ねてきたのは何の用だ。まさか縄張りを奪いに来たなんて言うなよ。俺はすぐに槍を持ってくるぞ。あのバカな虎はどうした？勇気があるなら出てきて勝負しろ。俺は風に向かって3丈も放尿できる。俺は国境に行く。決めた。決めた。何のために？より多くの人々が生きられるように。行きたいなら行け。1万の兵では少なすぎる。ジャンウェに2万の兵を率いさせた。お前について行かせる。そんな目で俺を見るな。俺が反逆者だとしても、俺が反しているのはこの王朝の皇室だ。この国ではない。兵糧の心配は無用だ。先日。穀物を売っていた馬家が道理をわきまえずこの業界の穀物価格を釣り上げた。俺が潰してやった。百姓に少しずつ配り自分は多く残した。倉庫はいくつも満杯だ。これは同業者いじめだな。俺はまず反乱を起こしついでに穀物を売っているお前や、ゼアオチングヤンたちこそ同業者だ。そうだり将軍の件だが多くの記録を調べた。どれも時間が合わないことが分かった。あの腐った役人たちが偽造した今度辺境に行く際に、時間があれば聞き込みをしてくれ。リピーオーシャンのことを言っているのか。聞き間違いではない李将軍だ。
もし生きていれば最北の草原に潜んでいるはず。ずれ帰ることができればこの中央の座を譲ってやる。本気で譲る気か。何を惜しむことがある。最悪また遠州に行って、領地を奪い自分で燕州王になればいい。あの燕州王は家が貧しく醜い五尺三寸一番いじめやすい。同僚。明日の朝何人か連れて深瀬城に入る。何しに行く。茶一碗に銅銭8分も取る。ふざけるな。この深瀬城は今後我々の故郷になる。主公が辺境に行かれる戻られる頃にはこの不風城は我々からの熱い贈り物となる。城を攻めるつもりか。三人自由妙慶、三人には妙案あり。おかしいな軍師。若旦那が辺境に行かれるなら本来我踊り師も同行すべきでは。彼には兵がいる今や我々の若旦那は、大将軍になられる前回のように、百騎で辺境に入るわけではない。房州老卒のチェン大寺。内城に援軍を求めた。死んだ。どうやって華州を越えたのか。あの時若旦那が打倒山を越えた堅牢所の連営は、知っている。朝廷のあの馬鹿な皇帝は、本当に和平を考えていると思っている。この腐った官僚は、もうすぐ華州に着くだろう。では、殿、なぜ最初に徴用の腐った官僚を牢関を通らせたのか。いずれ徴用を攻めるとき、口実を残しておくべきだった。辺境の老兵は涙を流しながら進む。刀と弓、馬と天は無常、8日で2000里をかける。朝廷の腐った連中を嘲笑う。彼は英雄だ。確かに英雄だ。若旦那は知っているはずだ。朝廷のあの腐った皇帝は、辺境を救おうとはしないだろう。だが、誰かがやらなければならないことがある。今回は、私と若旦那の番だ。皇帝が本当に和平したら、北敵が攻めてくる。土地をいくつか割譲し、1年をしのぐ。1年が過ぎれば、また土地をいくつか割譲する。彼は肉を切るようにして、自分の怖さてを、かろうじて生き延びさせようとしている。彼は生き延びられない。もし本当に和平したら、彼の玉座は安泰ではない。若旦那が北敵を撃退するなら、私は3万の兵を出す。殿は彼が後で逆に殿に対抗することを恐れないのか。恐れない。辺境が乱れなければ、私は安心して謀反を起こせる。殿は若旦那が勝つと確信しているのか。彼には方法がある。忘れるな、あの時。彼はどうやって3000の老兵で、北敵の10万の大軍を、窮地に追い込んだか。ジャンウェイに伝えろ、兵糧が整ったら、若旦那に送れ。若旦那には本当に親切だな。お前にはわからん。小とうとうが去ってから、この天下で話ができるのは、彼だけだ。あの時彼は言った、百姓に自分たちで決めさせようと。私は日夜考えた。どうしてもわからなかった。後でまた考えよう。彼はただ天下の百姓に腹いっぱい食べさせたいだけだ。私が皇帝になっても、天下の百姓に腹いっぱい食べさせたい。どうして私の道は彼と違うのだろう。若旦那は少し空想的かもしれない。だが、私は本当に知りたい、若旦那と私のどこが違うのか。
若旦那、私の若様が言った、今度辺境に行くときは、我々はすべて若旦那の言うことを聞く。ちゃんうえ。恐れるか。若旦那。俺は以前、城下鎮で一番の強者だった。見てろよ。今回の辺境入りで、俺の名、古城槍は、必ずや名を轟かせる。僕系、俺は SI 風、お前は鯛乗数の猛者だ。その名は草原中に響き渡るだろう。諸君。我は住生。北伐軍の首相を拝命したが、誠に恐縮至極である。牧は幼い頃から房州で育ち、敵人に城を破られた惨状を目にした。今、房州に来て、城壁沿いを歩けば、数歩進むごとに人骨を踏む。この戦いで、我々を天下一の馬鹿と呼ぶ者もいるだろう。朝廷も見捨てたことを、我々が進んでやると。だが私は言う。馬鹿でいい。我々が愛するのは山河、守るのは故郷。手に刀、心に血潮あり。英雄となってみせよう。我が命に従え。北へ進軍せよ。800里、辺境へ。殺せ。殺せ。殺せ。我らが草原の王帝を貫こう。やろうとも、草原を我が物にしろ。周王は言った。敵の銅管一つに銀10両。諸侯の首には1000両。もし誰かが、北敵の谷霊王を討ち取れば、一定の首相に任じる。将軍イブ。将軍イブ。将軍イブ。褒美を約束したか。主公の記憶違いかもしれん。まあいい、褒美をやろう。足りなければ、また奪えばいい。燕州の王家は貧乏で醜い五尺三寸。最近馬を売って大金を得た。そろそろ手を出すつもりだ。若旦那が出かければ、また苦難の旅になるだろう。ゼアオチングヤンの卑怯者め。家州にこもり、4万の兵を抱えながら、房州を救おうとしない。本当に兵を率いてその頭を踏みつぶしたい。房州気球。趙将軍の支援を要請。房州気球。趙将軍の支援を要請。房州気球。趙将軍の支援を要請。将軍。まだ城門を開けないのか。開けない。だが。下がれ。趙将軍、また古参兵が援助を求めてきたのでしょうか。その通り。私はここに来てから随分経ちますが、将軍はまだ決断がつかないのですか。ファンダオチュン。お前は乗り人だろう。はい。しかし今は敵人です。今回私が単身で家州に入ったのは、趙将軍に、はっきり見せたかったからです。北敵が中原に入るのは、逆らえない大勢なのです。古今東西。
異民族が中原に入るのは常に災いです。張将軍、間違っています。北敵は草原に生まれ、土地は痩せ、五穀が実りません。生きるために、大気の辺境の城を略奪するのです。こう言いましょう。北敵が中原に入り、肥沃な土地を得さえすれば。それならば千万の民は、決して過去のようにはならないでしょう。それでどうなる？聞くところによると、大気の神帝は愚君だそうで。私が仕える北敵の主は、秀明で武勇に優れています。決して民を絞り取るような愚行はしません。白抜虎、お前のような忠犬がいて、きっと喜ぶだろう。張将軍、今回は千載一遇の好機です。城内は戦乱で、三州は自立を図っています。辺境の将軍たちも皆様込みをしています。我が主は言いました。張将軍が望むなら、右谷霊王に封じると。大気の王爵に匹敵します。この房州城は守れません。今回は家州の後方の州王に十分気をつけてください。彼があなたに歯を向けると予想します。将軍、ただ今軍砲が入りました。元在助住生が老館から兵を出し、4万の軍を率いて北上しています。将軍、家州からの情報はありますか？去年と同じで、皇帝が変わっても、やはり国を顧みません。黙れ。一介の武人が、どうして朝政をみだりに論じるのか。忘れるな。お前は大気の人間だ。もしみんながお前のようだったら、大気の交流などありえない。もういい。こっちに来て座れ。運んでこい。房州城の住民から聞いた話では、私たちが今座っているこの場所で、かつて一人の年老いた役人が、たった一人で、木刀を手に、北敵の大軍に立ち向かった。つつじえも、道との兵が、彼らの血は、城壁の上に散った。丸道と、死ぬまで戦い、退かなかった。最後には、城壁の上で命を落とした。実は彼らはただ一言、私たちに伝えたかった。将軍、何の話だ。彼らは言いたかった。この敵どもが、房州城を破ろうとするなら、我々の屍を踏み越えていけと。我々のような老いぼれでも、お前たち若造に最後の教えを授けてやる。この戦い、一体どう戦うべきか。部分、あとどれくらいだ。助将軍、家州府まであと700里です、旦那。石膏からの報告では、欧州が気球だという。もう長くは持たない。強行軍だ。助将軍の命、我々は強行軍するぞ。が。
よ。女系。女系が家衆に来ると聞いて、嬉しくて飯も喉を通らん。すぐに駆けつけて、女系を迎えに来たんだ。クソ、手柄に飢えた犬め。俺が殺してやる。過去、衝動はするな。僕系。小兄、またどうしたんだ。過去は犬を殴るのが好きで。犬を見ると、我慢できなくなるんだ。女系が今回兵を率いて辺境に入ったのは、また何のためだ。お前は本当にバカなのか。それともバカのふりをしているのか。辺境には線などない。前に確かに北敵が関を叩こうとしたが、どういうわけか、また退いた。超慶雲。お前には嘘太らの言うもなければ、英気の才もない。お前はいつもごまかしばかり。お前はもう一方の諸侯になりたいのか。女系。私は西北将軍だ。国のことなら、私の方がよくわかっている。前に徴用で言っただろう、お前は私の義弟同然だ。その汚い口を閉じろ。一度だけ言う。お前は縮こまった亀でいればいい。だが家衆城を開けて通せ。女系、言っただろう、辺境に線はなく、敵はとっくに退いた。でなければ、とっくに徴用に報告している。それに、聞けばお前は最小の職を辞したそうだな。今や一回の平民で数万の大軍を集めるとは。これは反乱だ、女系、今すぐ引き返せ。九兵。用意。女系、よく考えろ、私が道を譲らなければ。お前は家衆を通れない。あの時、私が3000騎で北敵の奥地へ向かった。お前も道を譲らなかった。家衆へ戻れ、急いで家衆の本営へ。急げ、急げ、クソ、僕系、王家。将軍、我々はどうすれば、本当に家衆へ向かい続けるのか。我々は、家衆城の下に陣を敷こもし朝鮮軍が本当に謀反を起こしたら、彼が刑期を出せば、我々は大変なことになる。心配無用。私の言う通りに。そうこう。房州城の状況はどうだ。まだ死闘を続けているはず。もし房州城が落ちれば、敵が家衆まで来る。よい。はい。張西雲に伝えろ。3日以内に道を開け。さもなければ家衆城を破るぞ。承知いたしました。陳。まさか本当に暗君なのか。違う。その通りだ。陳に過ちはない。すべては幸運の誤りだ。彼はあの酒造りをここまで持ち上げるべきではなかった。陳が一回の平民と並び立つとは。民衆はみんな彼だけを見ている。この陳という皇帝ではなく。陳は皇室の血を引く者。何が宅子の大臣だ。陳は今年23歳。まだ他人の言いなりになるわけにはいかない。後世の書物に、陳が傀儡の君主だと書かれたら、陳は冤罪で死ぬことになる。陛下、お怒りを鎮めてください。あの連中は、父も君もいない。あの外州の王たちは、あの辺境の将軍たちは、皆陳の言うことを聞かない。陳の手には、5万にも満たない旧国の軍しかない。彼らは陳にどうしろというのか。陳が自ら出陣したくないと思っているのか。陳が、
後世に名を残したくないと思っているのか。お前、チェンチャンチングを呼んでこい。チンが承諾したと伝えろ。すぐに来るように。ボーン州への遷都の件を協議する。チンはゆっくりと。ゆっくりと。作業を図る。趙将軍、ご凱旋おめでとう。あの若旦那はバカじゃないか。今に関所に入るなんて。ファンダオチュン、忘れるな。お前という北敵の中堅はまだ、我が大輝の軍営にいるのだ。大輝の若旦那が今、辺境に関所に入る。趙将軍、お前の立場は危うい。お前も彼を知っている。房州を守った3000の勇士。聞いたことがある。では聞いてみろ。若旦那なら、お前たちのカーンは王座を譲る気があるかと。彼を味方に引き入れられるかもしれない。彼を味方に引き入れるつもりはない。うまくいかない。彼が辺境に関所に入ることを選んだなら、きっと房州を救いに行くつもりだ。彼が房州に行くなら、必ず家州を通る。趙将軍、選択をする時が来た。私の知る限り、中原の朝廷では、お前を嫌っている者が多い。もし失脚したら、すぐに命はないだろう。水は低きに流れ、人は高きを目指す。趙将軍、この房州はもう持たない。ただ一つ聞く。もし小東家が4万の大軍を率いてきたら、どうするつもりだ？当然、迎え撃って殲滅する。北敵の大軍が中原に入ったら、前に約束した通り、我が家州後方へは三州の地と北敵の王爵を要求する。よかろう。お前は藩と共に内情に入れ。私は家州を守り、反乱民の鎮圧を助ける。趙将軍、うまい算段だな。だが我が藩は言っている、お前はその価値があると。当然だ、この家州が席を開かなければ、お前らは中原に入れない。趙将軍、後世までの罵声を恐れないのか。来世で生まれ変わったら、また忠義の人になればよい。あいつらは何をしている？我が家州の場外に陣取っているのか。これは敵を誘い出すための策だ。見ろ。この周辺の道は地勢が平坦で、騎兵の突撃に最適だ。趙将軍、今こそ兵を率いて出撃すれば、まさに彼の伏せ撃ちの計にはまることになる。私は彼と面識がある。もともと彼と戦うつもりはなかった。むしろ彼にすぐ兵を返し、二度と辺境に入らないことを望んでいる。無理だ。大輝には必ずこういうものが出てくる。将軍、見てください。この10人一かまど。小東家の援軍はもう炊事を始めている。笑わせる、3日で家州を陥落させるだって。そんな大言相互、舌を噛み切るんじゃないか。聞き捨てならないが、最後まで粘って従わない者が。内情に戻れば、この4万の兵は遅かれ早かれ彼に殺される。この周辺は荒れ果てた村と野道ばかりで、いざとなれば、逃げ場もないだろう。気をつけろ、
小東家はただものではない。では、なぜ私のような乗り人が、北敵の草原で地方を築き、北敵の藩王に、国司に封じられたと思う。実は私ファンダオチュンは、もう一つの名を持っている。ファンダオチュンのリヒト。北敵随一の知略者。何をわけのわからないことを。小東か、私も二人の難を逃れた家衆の役人から、情報を得た、今回の話では、10万の敵人だけでなく、さらに南西軍が控えているという、さらに12万の敵人が合流する予定だ。あのファンダオチュンについては、こいつは北敵の国士で、北敵の犬だ。北敵の風がわざわざ派遣した。ゼアオチングヤンを降伏させるためだ。北敵一の知将。最北の草原なんて未開の地だ。犬を連れて行ったって。攻防を取れるくらいだ。そうだな。3日後、本当に家衆城を攻め落とせるのか、若旦那。この城は堅固だ。ゼアオチングヤンの性格からして。あの北敵一の知将と。俺の見立てでは、これはうまくいきそうだ。チャンウェイ、明日から道とを率いて、家衆城の右側を回れ、音を立てるな。はい。若旦那、どこを回るんです？回って戻ってこい。SIF。はい。お前も道とを連れて、チャンウェイが戻ってきたら、お前も一周回ってこい。了解、僕系。ついに俺も将軍になれる。気をつけろよ。家衆城を回ったら、右の森の中から、さらに遠くまで行って、本営に戻れ。はい、小兄。小兄。真剣に、慎重にな。僕系、軍令状を立てるって聞いたんですが。10枚立てます。立てるな。主将軍、我々は何を？お前は俺と一緒に本営に残れ。2日後から、本営では40人で一つのかまどを使え。はい。僕系、これじゃ飯びつがぶっ壊れちゃうよ。少し我慢しろ。家衆城に入ったら。酒も肉もあるさ。いいぞ、僕系、いいぞ。いいぞ。小兄、お前も将軍なんだから。しっかりしろ、しくじるなよ。チャンウェイの野郎。俺、昨日軍令状を立てようとしたんだ。僕系に止められた。珍しく兵を率いる機会なのに。負けるわけにはいかない。心配しないで、気をつけるから。そうだな、はいはい。あれは SI 風だ。若旦那、何をするおつもりですか？迂回する。前に聞いたことがある。家州の西に行くにはもう一つの道があると。確かに、若旦那は以前、3000の兵を連れて、この西の山道から房州の奥地に入った。西北草原の多くの人が知っている。若旦那はこの山道を使って、房州を攻め落とした。北敵の十数万の大軍を包囲した。今、彼も問題に気づき、騒ぎを起こしているはずだ。だから、この半日、西に兵を送っていない。しかし、今の問題は、彼の軍営に一体どれだけの兵が残っているかわからない。そして、どれだけの兵を送り出したか。違う。
彼は目くらましをしようとしている。残念ながら、私はかまどの計算方法を熟知している。10人で1かまど。今日のかまどの煙も合っている。つまり、軍営の人数は減っていない。8000の民夫もいる。民夫はかまどを共有せず、家衆に近づきすぎない。無視できる。この若旦那は、目くらましの刑で、私たちに、彼がゆっくりと兵を西に移動させていると思わせようとしている。再び房州の奥地に入るためだ。しかし、もし本当なら、問題は大きい。本当のはずがない。私はかまどの計算方法を熟知していると言った。かまどの煙が減っていないなら、地の兵士も、減っていない。若旦那は確かに賢い。しかし運が悪かった。私に出会った。では、我々はどうすればいい？取るに足らない小細工。言うに及ばず、彼は私に出兵させようとしている。しかし、やはり少し愚かだ。趙将軍、安心してください。私、希望には、すでに良策がある。将軍、小兄は確かに突撃の猛将だ。しかし、このような細かいことでは、やはり、何か問題を起こすのではないかと思う。わかっている。将軍、これはどういう意味ですか？我、スミューは試してみたい。あの敵犬の第一の知将が。一体何年書を読んだのか。戻ってきた。僕系、私は本当に気をつけていた。あの木の切り株が動いているようだった。一斉に私の足元にやってきた。私は確かに足を下ろしたのを見た。僕系。明日また行く。必ず気をつける。明日は行かなくていい。どうして？明日は他の用事がある。若旦那、あと2日しかない。わかってる。おかしい。遠くの軍営の数が少しも減っていない。でも、かまどの数から見ると、1万人もいないはずだ。これは、まずい。何かおかしい気がする。行動順。良策があるって言ってたじゃないか。油断した。この若旦那が、こんなに大胆だとは。3日で家衆を落とせるなんて言って、家衆の場外に陣を張るなんて、度胸がありすぎる。でも今計算してみたら、このかまどの数が、急におかしくなった。間違いなければ、残りはたったの1万人だ。これは欺瞞じゃない。大軍を密かに移動させて、西の房州の奥地に向かっているんだ。3日かまどを数えて何を計算してたんだ。ああ、君にはわからない。この若旦那は簡単にはいかない。趙将軍、ケーキを少し送って様子を見てみてはどうですか。この若旦那は、将軍、誰もいない。全員いない。陣地全体が空っぽだ。まずい、若旦那は逃げたに違いない。家衆に戻った、はい。が。
先生のかまど計算の術は本当に天下無双だ。慌てるな、慌てるな。これらすべては、まだ私の妙計の中にある。この若旦那、房州を救ったとしても、それでどうなる？結局彼も死ぬんだ。その時、張将軍は家州から兵を出し、北の房州の大軍と挟み撃ちにすればいい。老官のあの周王が馬鹿だと思うのか。彼が兵を連れてきたら、その時は我が家州後方へは、挟み撃ちでボロボロになる。それは計算してなかった。かまど計算？何を計算してんだ。ととう。2万の兵を連れて行け。いや、3万だ。私と一緒に城を出て、小東家を狙撃しよう。はい、将軍。僕系、あのゼオチングヤンは、どうして人を連れて行ったんだ？ SI 風。これは君の功績だ。僕系、私は何もしてないよ。将軍、城門の守備兵が減っています。難問は1000人もいません。支柱と工場はしごを準備しろ。主将軍、ご安心ください。遊園。この城登りは、本将軍が君に任せる。将軍、ご安心ください。天地は不公平。朝廷は争わず、汚い役人と太った将軍。我が大輝の山河を惜しまない。我スミューは諸将に問う。4万の北伐軍は戦う勇気があるか。戦え。戦え。戦え。北伐軍には首を断たれる官はいても、屈して死ぬ犬はいない。刀は研ぎ、矢は試した。どうして戦わないことがあろうか。よし。大輝の虎はどこだ？ SI 風ここにあり。兄弟たち、私について難問を奪え。行け。行け。行け。殺せ。突撃だ。殺せ。老子が主将軍の代わりに決める。先に登った者は飛翔に封ずる。殺せ。急げ急げ急げ。終わった。本当に終わった。我々は計略にはまった、将軍。我々はどうすればいい？クソ。急いで城を守れ。急いで城を守れ。敵将は私が射殺した。兄弟たち、城に入れ。火事だ。家州の方向で火事が起きている。うわ。これはどうしたことだ？城内が燃えている。おかしいな、炊事の時間はとっくに過ぎている。ファンダオチュン。またその言葉を口にしたら、殺すぞ。報告。将軍、家州城はすでに攻め落とされました。なんだと？主将軍、馬屋にはまだ3000頭以上の調教された馬がいます。遊園。君は1万人を率いて家州を守る。もし何事もなければ、ゼアオチングヤンの屋敷を没収しろ。百姓をいぶしろ。はい。チャンウェイ。軍の中から馬に乗れる兄弟を道と選んでくれ。残りは、遊園の本部を除いて、他の者は私について房州へ行く。はい。若旦那。俺が騎兵隊の統領になる。チャンウェイ、この期間、この道とは君に任せる。3000、はい。
今なら襲撃すれば3万の兵を先方に。奇襲の効果があるかも。お前、黙ってろ。俺の3万の兵で、奴の3000の獅子を撃つ。勝算があるのか。俺は、大差ない。奴は3日と言った。本当に3日で家州を落とした。昔、北敵の14万の大軍を俺は守り切った。お前のバカな提案を聞かなければよかった。家州を堅守していれば、城を失うはずがない。ああ、まあまあ、慌てるな。俺はただ、一つの策を漏らしただけだ。かまどの数を計算すれば、問題ないはずだ。一策？お前は100策漏らしたと思うぞ。将軍、南方から大軍が迫っています。後方へか。バカ野郎。後方への臆病者どもが我々を支援するか。言って、確かめろ。承知しました。若旦那。援軍がないと知って、なぜ退かないんですか。これは我が大気の山河だ。どうして捨てられようか。若旦那はご存じないでしょうが。連将軍は我々を率いて、敵の犬どもの6度の突撃を防ぎました。将軍が、今回若旦那が、我々を救援に来てくれたと知ったら、きっと大喜びするでしょう。連将軍。若旦那。老諸軍。老眼のせいかと思ったが、やはりな。若旦那だけが、この国難に共に立ち向かってくれる。聞いたよ、朝廷が君の最小の位を剥奪したと。心配するな。この戦いで俺が死ななければ、必ず徴用に戻って君の無実を証明する。必要ない。道は自分で選んだ。腐った小朝廷の最小なんて、つまらないものだ。老夫は君をよく知っている。ただ残念なのは、また関東がこの小朝廷を牛耳ることだ。老諸軍。なぜまだこれらの古参兵たちなのか。以前いた古参兵たちは、内情で隠居させるようにしたんだ。残っているのは、まだ戦える連中だ。敵がまだ退かないと言っている。内情で隠居したところで、安らぎはないと。俺は、彼らに逆らえず、好きにさせている。共に戦った兄弟たちだ。彼らはお前のこともよく知っている。心配するな。さあ、俺について来い。城壁へ。若旦那、見てくれ。あの遠くに、敵軍の本陣がある。昨夜、この敵の野郎どもが攻めてきたんだ。天罰あれ。そろそろまた攻めてくるだろう。この敵の野郎どもは、房州を落とすまで諦めない。だが幸い、我々の後ろには堅固な城がある。老諸軍。城の民衆は、逃がしたんだ。笑われるかもしれないが、この房州城を守れる自信がなかった。だが、今はお前が来てくれた。自信が湧いてきた。老将軍、こうしてはどうでしょう。私の部下に交代させましょう。これらの古参兵たちにも、少し休ませてあげましょう。構わん。この連中は承知しないだろう。お前は知らないだろう。私の古参兵の中で最も年長の者は、すでに70を超えている。若者のように武装を解いたら、体が持たない。それに、彼らは城壁を降りようとしない。皆、死ぬ覚悟でいるんだ。
では、城に民夫はいるか？いない。若旦那に余裕があれば、お前の部下に、城守りの物資を運んでもらえないか？もちろん。SI 風。我々のものに、城守りの物資をすべて城壁に運ばせろ。わかりました、マキさん。チャンウェイ、旧兵をすべて呼び上げろ。はい、若旦那。起きろ。敵が攻めてきた。起きろ。敵が攻めてきた。諸君。大丈夫たる者、天の下、地の間に生まれ、命を捨てて義を取る志を持つべきだ。敵を駆逐し、我が中原の山河を守るため、我々6万余りの老若は、傍衆に駆けつけた。幾度の死戦を経て、今は3万しか残っていない。なぜ？若旦那が内城に入った途端、再び兵を率いて房州へ救援に向かったのはなぜか。我々の後ろにいる妻子や子供たちのためだ。中原の数えきれないほどの庶民のためだ。もし我々が戦わなければ、誰が戦うというのか。兵は死んでも、中原の山河は滅びさせない。戦え戦え戦え。殺せ殺せ殺せ。